私は田中弘子、35歳の主婦。とあるスーパーでパートをしている。うちのスーパーは地元の台所と言ってもいいほど毎日多くのお客さんで賑わっている。それはとてもありがたいのだが、あまりにも忙しいのがちょっとたまに傷だ。そして大変なことがもう一つ。田中さん、ちょっと仕入れ業者と話をしてくれない？え、私ですか？私は店長に呼ばれ、こんな指示を受けた。私の仕事は基本レジなのだが、なぜか陳列や惣菜コーナーでの調理、そして本来は社員の仕事である外部とのやりとりまでやらされるのだ。ちょっと忙しいから代わりにやってよ。はあ、わかりました。としぶしぶ引き受けた。実はこの店長、従業員の評判は良くない。仕事は他人にガンガン任せるくせに、自分は控え室でパソコンを見ながら暇そうにしている。それに上役の社員から時々怒られているのだ。一言で言えば仕事ができない人。だから毎日社員やパートに関係なく店長以外のみんなで必死に店を切り盛りしている。私はいろんな業務をこなしてきたおかげで新人さんには正社員と間違われるくらい仕事に精通している。そんな私のニックネームはスーパーのスーパーマン。寒いダジャレだ。私は何でもこなせる人材と見られているようでクレーム対応も任せられることがある。これは完全に店長の仕事だと思うのだが、お客さんが怒っている時ほど店長はビビって出てこようとしない。こういうところが身内からブーイングを受ける原因なのだと本人は気づかないのだろうか。そして私がいつものレジではなく惣菜の調理をしていた時だ。あなたって本当に何でもこなすわね。もう社員になっちゃったら？声をかけてきたのは惣菜コーナー担当のともえさんだった。私の仲のいい友人でもある。別に考えたこともないわ。家事もしなくちゃいけないから、一日ずっとここに張り付いているわけにはいかないの。まったく、店長は何にもしないんだから、私にばかり仕事を振って。それだけ信用されているってことじゃない？スーパーマンなんてあだ名までつけられちゃって、なんか面白いね。やめてよ。そのあだ名本当に嫌なんだから。何よスーパーマンって。私はただ任されていろいろできるようになっただけなの。当初は戸惑いまくってわけがわからず普通に辞めたいと思っていたが、なんやかんやで気づいたら何でもできるようになっていた。本来5時間程度で終わる仕事が残業を頼まれ、気づけば8時間くらいになったこともある。おかげで家事にもしわ寄せが来て、夕飯が遅くなったりして家族に迷惑をかけてしまっている。本当に店長は私を本来の仕事に戻してほしい。そんなある日、お客さんからクレームが来た。どうやらレジでミスがあり、会計を多く請求してしまったらしい。お客さんは大激怒だ。私はレジの責任者を任されていたので、すぐに謝りに行った。肝心の店長はいつも通り顔を出すことはなかった。そしてお客さんが帰った後、トラブルの原因を店長と確認することになった。ちょっとこのミスはひどいな。伝票などの書類を見ていた店長がボリボリ頭をかきながら言った。見ると本来の請求額の倍近くになっていた。何をどうしたらこうなるのかわからない。担当は最近入ったばかりの新人だった。あんたはこの子をちゃんと指導したの？すみません。他の業務に手を取られて教えきれていませんでした。それってさ、監督不行き届きってことだよね。責任感じてる？はい。誰のせいでこんなことになったと思っているんだ。私が新人に構ってやれないのは、あんたが私に仕事を振りまくるからだろう、と私は声を荒げたくなった。この店長は自分の尻拭いをみんなにしてもらっているという自覚がまるでないのだ。こっちが頭を抱えたくなる。それにね、君宛てに苦情も来ているんだよ。応対が存在だとか、すぐにどこかに行ってしまうとか、いろいろと。それは苦情？私がバタバタしているのを見ていただけではないの？と思ったが、ここは黙っておいた。
しかし、次の一言に私は耳を疑った。まあ、新人教育もできないようじゃ、ちょっとうちでは雇えないな。パートだし、クビだね。は？私は驚いて思わず立ち上がってしまった。ここまでさせておいてクビ？意味がわからない。私は混乱と困惑で頭がクラクラした。この店長が問題児なのは知っていたが、これほどとは思いもしなかった。まあ、パートだったら他にも雇ってくれるところはあるだろうから、せいぜい頑張りなよ。私は煮えたぎるような怒りを感じながら目の前の男を睨みつけた。わかりました。やめます。私は次の日から2週間の有給休暇を消化して退職した。私は家事をしながら家の中でぼーっと仕事のことを考えていた。ほとんど挨拶もなしに辞めちゃったけど、まずかったかな。私の後、誰が仕事を引き継いでくれたんだろう。大丈夫かな。いろいろな思いが頭の中を駆け巡った。まさか首を言い渡されるとは思わなかった。まあ、あの無能店長の下で働いていれば、必ず終わりは来るだろうとは思っていたけれど、予想以上に早かったな。そんな時、私のスマホに電話がかかってきた。元同僚のともえさんだった。もしもし、元気？元気だよ。ごめんね、急に辞めちゃったりして。びっくりしたよ。急にいなくなってどうしたんだろうと思ったら辞めちゃったって。店長と何かあったの？ちょっとね。頭に来て辞めちゃった。あの店長本当に困るよね。こっちはあなたが辞めてもうバタバタだよ。聞くところによると、もともと人手不足だったところに私が辞めて、他のパートさんにしわ寄せが行ってしまったようだ。店長は相変わらずマイペースで、自分の仕事を他人に適当に押し付けているらしい。そのおかげで、新人のバイトの子がどんどん辞めているとのことだった。今まで困ったことがあると、あなたが対応してくれたじゃない？それがなくなったので、何かトラブルがあると、もう責任の押し付け合いがすごくって。と、彼女は店内の雰囲気がすごく悪くなったと教えてくれた。まあ、何かが起こると、すぐに店長が私に任せるものだから、完全に私がトラブルシューティングの役目を担っていたということだ。私ももう少し、他の人に相談したり、任せたりすればよかったかもしれないと思ってしまった。それでね、あなたがいなくなってからクレームの数がものすごく増えて、もう店長が全く役に立たないの。仕方なくマネージャーが出てきて謝って、その後店長がお説教を受けるなんていうのが日常になってきたわよ。そうなんだ。あの店長はいざという時に全く役に立たないのは最初から分かっていたから、そのトラブルが起こった時の様子がありありと目に浮かぶ。ごめんね。ともえちゃんには迷惑かけちゃって。そんなことないよ。本当に忙しそうにしているあなたを助けてあげられなかった私も悪かったって思ってるから、とりあえずゆっくり休んでよ。ありがとう、そうするよ。そう言って私は電話を切った。もう私は部外者だけど、たまにはあのスーパーに顔を出してみようと思った。ある日の夕方、自転車で近くを通ったついでにあのスーパーに寄ってみた。そして店内に入るとすぐに違和感を覚えた。活気がないな。私はお客さんの数が妙に少ないと思った。この時間帯ならいっぱい客がいて、レジはてんやわんやの状態のはず。レジを見ると、どこにも客の列はなく空いている台がいくつかあった。どうしたんだろう。私はそうつぶやきながら店内をぐるっと回って中の様子を見た。まず思ったのは野菜の質が良くないことだった。トマトやキャベツの鮮度が足りない。日頃野菜に接しているならすぐに質の悪さがわかる。鮮魚売り場は正直取り扱う魚種がガクッと減った。刺身パックの盛りも足りない気がする。今度は従業員の顔ぶれを見た。見知らぬ年配者が増え若い子が少ない。おそらく従業員の入れ替わりが激しく若者も敬遠しているのだろう。全体的にスーパー全体の品質が悪くなったと思った。
私がいた頃は何の問題もなく、品質や新鮮さにも自信があったのに、その面影がほとんどなくなっていたのだ。そして私がスーパーを出た時だった。一体どうなっているんだ？男の人の怒鳴り声が聞こえてきた。声の方を見ると、店長がスーツを着た男性から怒られていた。仕入れがまともにできていないじゃないか。野菜も魚も新鮮さがない。それにクレームはどんどん増える始末。どういう管理をしたらこういうことになるんだ。申し訳ありません。店長が縮こまりながら何度も頭を下げていた。やっぱり店長が原因だった。あの人は仕入れすらパートにやらせ、自分は何もしようとしなかった。そのツケが回ってきたのだろう。あの人が店長だったら、この店は長くは持たない。私はほぼ確信に近い感覚を覚えた。そして2週間後、私は元同僚のともえさんと喫茶店でお茶をしていた。ねえ、ちょっと報告があるんだけどね。どうしたの？店長がクビになったのよ。本当？私は一瞬驚いたが、すぐに冷静さを取り戻した。あの店長だしな。店の運営がうまくいかなければ責任を問われるのも当然だろう。ずいぶん前から噂はあったのよ。あなたも気づいていると思うけど、うちのスーパー、はっきり言ってすごい評判悪いのよ。まあ、あれだけ商品の質が悪いとなれば、お客さんの評価も悪くなるだろう。ちょっと前まで結構賑わってたのにね。繁盛はあなたのおかげだと思ってるわ。お店の中心は間違いなくあなただったもの。そんな人を辞めさせるなんてバチが当たったのよきっと。そんなことはないんじゃないかな。彼女はそう言ってくれるが、私はただ毎日必死に仕事をしていただけで、自分が店を支えているなんて思ったこともなかった。この分なら、働く先を変えた方がいいのかもしれないね。彼女は本当に店の近い将来を心配している。まあ、そう簡単には潰れないでしょう。経営の本家は大手企業だし、すぐ別の店長が来て何とかしてくれるよ。今よりはきっと何とかなるって。と、私はできる限り励ました。それにしても、あの店長がクビとは。会社の経営陣もあの人のいい加減な仕事ぶりに我慢ならなかったのだろう。正直、今までよく店長が続けられたし、よくそのポストにつけたなぁと思った。社員は直接意見をすることはなく、パートの皆は私のように振り回されたんだろうな。私がどれだけ進言しても彼は乳母の耳に念仏。管理職としての采配が全くできなかったのだ。なるべくしてなった首だ。さらに2週間後、私はスーパーの様子が気になって再び寄ってみた。すると何やら人だかりができていたので、私は客らしき女性に声をかけた。どうかしたんですか？見ての通りよ。このお店潰れちゃったんですって。確かに店の明かりは消えているし、出入り口には閉店のお知らせがあった。やっぱりダメだったか。私は小さく肩を落としてつぶやいた。店長が交代しても落ちた信頼はそう簡単に取り戻すことはできない。そんな社会の厳しさを見せつけられたような気がした。ほんの数年とはいえ、私が過ごした馴染みのあるスーパーがなくなってしまうのは本当に悲しいし悔しかった。ごめんね。お店なくなっちゃったよ。私に気づいた元同僚が近づいてきた。涙をこらえている。謝ることなんかないよ。お疲れ様。私は彼女にいたわりの言葉を送った。でも、あの店はなくなっても、経営本体の会社はまだ存続する。支店は他にもいっぱいあるのだから。その後、私は近所のドラッグストアで働くことになった。そこは、生鮮食品こそ扱わないものの、数多くの日用品を扱うので、やることは大して変わらない。そこでも私は多くの仕事を任されることになった。とはいえ、店長は真面目で理不尽な仕事を押し付けられることはなかった。毎日適度に仕事をこなすことができている。私は前職で培われた多くの仕事をこなせる自慢のスキルを遺憾なく発揮している。
私を前のスーパーで見たことがあるというお客さんにこの店でお会いした。レジで必死に働く私の姿が印象的だったと話してくれた。その店でもすぐに多くの仕事を覚えることができ、社員さんに褒められた。さすがに変なニックネームはもらわなかったが、転職したおかげでプライベートにも余裕が出てきた。シフトの融通は効くし、仕事が終わったらすぐに帰ることができるので、家事にもゆったり取り組むことができた。スーパーにいた時は超過勤務が当たり前だったので、その差に正直驚いたしほっとした。同僚だった智恵さんも今はコンビニで働いているという。今度はマルチにいろんな仕事をこなさなければならないので大変だ、と笑顔で愚痴をこぼしていた。私は今回の出来事を通して組織の上司や管理職の大切さをしみじみ思った。結婚してからずっとパート勤めだったので組織のことはよくわからなかった。社員もパートも分け隔てなく仕事をし、能力のある人間こそが上に立つべきだ。この先もずっとパートで働いていくんだろうなと思う。仕事をしっかりやっていれば、どこかで誰かが見てくれているはず。その誰かは私の家族なのかもしれない。嫁いびりというのは、姑がネチネチと嫁本人に嫌がらせをするのが相場だ。でも、いろんな人を嘘で巻き込むいびり方を生きがいにする姑をご存知だろうか。この話は演技派の姑と、それにまんまと乗せられる夫の性悪コンビを打ち負かすまでの軌跡をまとめたものだ。私はキミコ、45歳。パートをしながら17歳の娘アリサを育てている。夫久志は47歳。どこにでもいる普通の家族、と言いたいが、ここに一人、とんでもないのが同居している。姑だ。先日義父が亡くなり、姑をこのまま一人にしておくのも、となったので、我が家に引き取ることになった。というのも、いつ倒れるかわからないと本人が泣きついてきたからだ。本人曰く体が弱いらしい。あくまで本人の言による。さてその後本人。残念ながら嫁いびり大好きばあさんだった。姑の嫁いびりはよく聞く話。ただ、この姑のいびりはそこいらと全く質が違う。私を直接攻撃するのではなく、他人を巻き込むタイプでかなり立ちが悪い。ある日、シャインマスカットがお中元に届いた。おお、本当にマスカットがシャイン、輝いてる、と、娘とウキウキしながら房を4等分し、家族4人で食べた。ところが姑は、私だけ食べさせてもらえなかったと近所の人にしょんぼりしながら訴えていたのだ。向かいの家の人が立ち話中に、とっても悲しそうだったよ。状況はよくわからないけど大切にしてあげてよ。と耳打ちされた時は頭の中が真っ白になった。お母さん、マスカットはちゃんと食べたじゃない。なんでそんなことを言うのよ。と文句を言うと、私の分け前が少なかったって言っただけよ。ということらしい。それを聞いた娘も、そんなに少なかったっけ？私が適当に分けたんだけど。と首をひねっていた。粒を一つずつ数えていたのだろうか。そうだとしたらあまりにも貧乏臭い。それに、少ないともらえないとでは意味が全然違う。ご近所の人は私の性格を好意的に思っているので、義母の話を半信半疑で受け止めてくれたのが救いだった。この話を夫にしたが、まあ、母さんは几帳面だし、少しでも仲間外れのようなことがあると不安になったりするんじゃないかな。新しく一緒に住むようになったんだし、迎える側として思いやりを持ってやってくれよ。と言われる始末だった。それだけではなかった。ある日玄関で姑が杖を落とした。あらあら、杖が落ちましたよ。私は拾って姑に渡す。優しく手渡したつもりだった。でもうまくつかめなかったのか、また床に落ちた。あいた！手の甲に当たったわ！というので、
今度はちゃんと掴んでくださいね。と気を配りながらもう一度拾って渡した。学校へ行く準備をしていた娘も玄関にいたので、その一部始終を見ていた。ありふれた小さな日常の朝の出来事のはずだった。ところが次の日、娘がブツブツ文句を言いながら帰宅してきた。ほんとおばあちゃんどうにかしてるよ。いきなりどうしたの？友達のナオに、アリサのおばあちゃんがお家でひどい目に遭ってるって聞いたけど大丈夫？加害者はあなたのお母さんって話よって言われたの。アリサも大丈夫？とか心配されて。ここに相談するといいよって相談窓口の電話番号までもらってさ。娘が差し出したメモ用紙を見ると、電話番号とともに何かあれば力になります。坂口直の母より、と手書きのメッセージまで添えられていた。おばあちゃんがあることないこと言いふらしてお母さんを悪者にして、挙句かわいそうな一家みたいな風になっちゃってんの。本当に困るんだけど。と、プンプンだった。とりあえず、私に関する悪い噂が出回っていて、娘が傷ついているということだけは分かった。興奮する娘をなだめながら詳しく話を聞いて、ようやく状況を理解することができた。要するに、昨日の朝の出来事が歪められて拡散されているらしい。私が、何もたもたしてんだよ、さっさと出かけよ、と、杖でバシバシやったりとか、手の甲をピシャッと叩いたりとか。こちらの親切心を逆手にとって、嫁いびりに使うなんて最低すぎる。杖を拾ってやっただけなのに、そこまで話がねじ曲げられるのかと、その見事な作り話に舌を巻く。ふらふらと家を出て通りすがりの他人に助けを求めるように話しまくり、運悪く、その中に娘の同級生の母までいたという展開だ。そして、そんなヨタ話を信じ込ませてしまう演技力も本当に恐ろしい。このままでは、私は最低最悪の嫁に仕立て上げられてしまう。恐ろしさに鳥肌が立った。私と娘はそれも夫に相談した。でも、杖が当たったのがめちゃくちゃ痛かったとかじゃないのか？アリサもそのくらいで怒るのは間違っているだろう。伝言ゲームはどこにでもあるぞ。社会勉強だ。と、今一つわかっていない。もう私と娘はじれったさに我慢ならなかった。同時に、夫は姑の味方という基本原則にも気づいてしまい、もう夫に相談するのはやめようと二人で結論を出した。一方、姑の陰湿さはどんどんエスカレートしていく。毎日のように痛いとか、咳が止まらないとか、体調が悪そうにするので、それに手を貸すと、ビシバシされた、だの、食べさせてもらえない、だの、他人に真っ赤な嘘をつくので、こちらとしても手をこま抜いてしまう。無視していると、姑は構ってほしくてこちらをチラチラ見るけれど、しばらくすると演技に飽きるのか、自分のやってることを忘れるのか、体調は自然と元に戻って別のことをやっている。もういいやと、娘と私は放置を決め込むことにした。そんなある日のことだった。珍しく午後の授業がなかった娘が帰宅して、一緒におやつでも食べようとしていたとき、突然私のスマホが鳴った。初めて見る番号。誰だろう。右輪さんの携帯でよろしかったでしょうか？あ、はい。私立病院です。え、病院？1時間ほど前におばあ様が道端で倒れまして、先ほど救急車でこちらに搬送されました。ああ、そうですか。ああ、とうとう救急車まで演技に巻き込んでしまったか？これまでの経験に慣れきったのか、こんな事態でも姑の演技としか思えなくなった私。娘まであちゃーっと顔をしかめている。はい、今すぐ行きます。私はげんなりしながらスマホを切った。すると間髪入れず、夫から電話があった。お袋が救急車で運ばれたらしいんだけど。と慌てている。誰から聞いたの？姑本人からだろうか。息子に電話できるくらいなら大したことないんじゃ？ああ、そうらしいわね。病院に行くと夕飯が遅くなりそうだな。
なんて全く別のことに気持ちを向けながらポタポタ焼きに手を伸ばす。その空気を察したのか、夫が。お前がいながら何をやってんだ？お袋をどうして一人にしたんだ？とか吠えてきた。そんなこと言われたって、またという感じにしかならないのだ。ポタポタ焼きの袋のポタポタ親子遊びを眺めながらせんべいをかじる。すると、お前せんべい食ってるだろ。なんでそんなにのんきなんだ。思いやりの心がないのか？は？思いやり？今まで思いやりを持って接してきた結果が、周りに嘘をまき散らされ、娘まで被害に遭ってるんでしょうが、そんな姑を信じきっているなんて肩払いたいわ。いい加減愛想が尽きたわ。病院で会いましょう。私はそれだけ言って電話を切った。娘に目配せすると、いよいよだね、とうなずいた。そして病院に到着すると、うーとか、あーとか、姑がこれ見よがしにうなっている。外傷はないらしいんだけどね。体、ないで、出血してるらしくて、ねえ。本当に演技がうまい。はいはい、100% 仮病ですね。そんな重症者がいとも簡単に自分の体調を説明できるものか。第一、人工呼吸器どころか点滴さえ繋がれてないじゃない。もう見慣れた猿芝居が全然面白くないと思っていたら、けたたましい足音を立てながら夫が現れた。どうやら慌てふためいて職場を早退してきたようだ。お袋は？ここよと私は指をさす。すると姑は、外傷はないらしいんだけどね。体ないで出血してるらしくてね。とか、さっきと同じ説明をしている。夫は取り乱したように、なんでこんなことに、俺がついてさえいれば。もうここまで来ると、夫も共演者ではないかと思ってしまうのだが、完全に本気のようだ。そこへ医師がやってきた。見るからに新米だ。先生、状況は？夫がすがる。医師は少しうろたえながら、今夜が山かとか言ってきた。そんなアホな。そんな。夫はがっくりと膝をついた。私と娘は親子の三文芝居をよそに医師の方を見た。医者の視線があちこち泳ぎまくっている。先生、姑に何をどのように脅されたのでしょう。正直に話せば楽になると思いますが。夫は姑を無視する空気の私たちに気づいたようで、どうしてそんなに平然としているんだ？沸騰した夫が私に突っかかってきた。鬼が、この鬼嫁、お袋が苦しんでいるのに、のんきにせんべいなんか食って。夫は鼻水を垂らして叫んでいる。ああ、もうどうでもいいや。はいはい、鬼嫁でごめんなさいね。私は冷めた目で夫を見据え、カバンに入れて用意していた緑の罫線枠の紙を差し出した。そんなに鬼嫁だと思うなら離婚しましょう。お母さんの悪行を散々相談したのに何も聞いてくれないじゃない。すると夫は勢いよくその紙をひったくった。ああ、望むところだ。鬼とこんな関係を持った俺がいけなかったんだ。夫はすごい勢いで手持ちのボールペンを走らせる。私が持ってきた印鑑を押し、こういう時に本性がわかるなんてな。じゃあな。涙も流している。一気呵成の展開に夫も姑も自己陶酔しているようだ。やはり二人とも盟友。気持ち悪いけど、すんなり別れるチャンスをもらえてラッキー。はいはい。では赤の他人になりましたから、私たちは帰ります。私もお母さんについていくね。さよならお父さん、おばあちゃん。
二人にそう告げて、私と娘はしれっと病室を後にした。え？最後に一瞬、姑が起き上がりかけたのが見えた。ねえ、見た？病院の廊下で私は娘に聞いた。見た、起き上がってた。顔を見合わせてゲラゲラ笑っていると、慌ててこちらに向かう足音がした。姑の容体を今夜が山と告げた先ほどの医師だ。すみません。若いその医師は私たちにペコペコ頭を下げ、ちょっと離婚の紙なんて見たことなかったものですから、大変なことになったと。と申し訳なさそうに話してきた。いいんですよ。というかこちらこそすみません。あんな修羅場を見せちゃって。こうなる予定だったんです。夫が義母の嫁いびりの猿芝居に本気に構うので、私たちのことをずっとないがしろにして。こちらこそ付き合わせてすみませんでした。義母に何か脅されたのでしょう？医師は申し訳なさそうにネタバレしてくれた。お姑さんが、私の容体を今夜が山にしてくれないと、ここを動かないってトイレにこもっちゃいまして。今日は救急搬送が多く、他の患者さんに迷惑になると思って、しぶしぶ応じてしまいました。これには私も娘も絶句した。随分迷惑をかけたのだろう。医師に疲労の色が見える。こんな気の弱そうな新米医師を巻き込んで、本当に申し訳なさすぎる。姑に対する怒りが倍増した。もし懲りないようでしたら、こうすれば正直になると思います。私はある仕掛けを提案した。娘も、それならすぐ治ったとか言うんじゃない？と苦笑いした。病院から帰った私たちは、ひとまず私の実家に身を寄せた。日頃から愚痴をこぼしていたせいか、すんなり済ませてくれた。というか、いつかはこうなると思っていたので、同居の許可をもらっていたのだ。あらかじめまとめておいた荷物を持って、娘と二人でサクッとお引っ越し。パート先にも労働時間を増やしてもらう算段をつけておいたので、しばらくはお金の面も安心だ。さて、救急車騒動から3ヶ月後、元夫から電話があった。出るなり悲痛な声で泣きついてくる。助けてくれ、俺が悪かった。仕方なく話を聞くと、あの後医師が、原因がわからないので、とりあえずすべての臓器をチェックします。まずはお腹を開いてみましょう、と勧めてきたというのだ。やってくれたわね。こうすれば正直になりますよ、と私が提案した文句を、その医師はそのまま使ったようだ。そんな口頭無形の提案にもかかわらず、夫は真に受け、すぐにお願いします。と涙ながらに頭を下げたらしい。その瞬間、姑が、治ったわと、元気そのものにむくっと起き上がったらしいのだ。治った？とにかく治ったから、手術は不要よ。と、自分の足で立ってさっさと帰っていったらしい。これには医師も夫も開いた口が塞がらなかったそうだ。それにしても、迷惑かけてすみませんの一言もなかったのか。逆にすごい。お母さん何もなくてよかったじゃん。当然の結果だったので、私は適当に流す。いや、それが。夫は話を続けた。病院から帰ってきた元姑はピンピンしていた。でも不思議なことに、週末だけ体調が悪くなって寝たきりになるようになったらしい。それもどんどんエスカレートして、平日も具合が悪くなる日が増えたと。仕事中にも集中治療室に運ばれたとかメールが来るもんだから飛んで帰ると、治ったから戻ったのとか自宅にちゃっかりいてトイレには自力で行けるという始末。私は笑いをこらえるのに必死だった。元姑の言う集中治療室へって、ちょっと本屋へっていうのと同じノリだよね。やっとわかったんだよ。お前たちが言ってたことが。お袋嘘ばっかり。しかも他人に迷惑をかけるので申し訳なくて。と、元夫は半泣きで訴えてくる。
どうやら嫁いびりのつもりで始めたことが癖になり、誰彼構わず巻き込んでいるのだろう。みんなに心配され、同情され、関心を持たれることが快感になっているに違いない。しかしご近所さんは、元姑が病気になろうが、誰かに殴られたと訴えようが、信じてくれないはずだ。あの時のシャインマスカットの件は、向かいの人には娘のインスタグラムで納得してもらった。さすがシャインマスカット、ブドウの中でも輝いてる、シャイン、とか、娘が写真をたまたま上げていたのでそれを見せたのだ。お皿は4つ。食べてないという姑の話は真っ赤な嘘。ワンワン泣いて一粒もくれなかったって叫んでたのに、と向かいの人はドン引きだ。そんなことも知らず、姑はたまに家の前で体調を崩した風を装いしゃがんでいたりするらしいのだが、近所の人たちは、いい天気ですね、なんて言いながらスルーしているらしい。それもこれも、彼女に関わると私みたいに加害者にされちゃいますよ、と私が言っておいたからだ。それから、杖事件も、娘が実情を友達に話してくれた。あの被害妄想のせいでお母さんが耐えられなくなって離婚した。と説明すると、子供からお母さんに話が伝わり、あっという間に世間に広がったそうだ。具合が悪い風を装う元姑は、そばに車が来るとさっと立ち上がってかわすようで、余計にただの変な人扱いになっているという。もう近所に元姑の味方はいないだろう。誰も見向きもしてくれなくなった今、元夫が唯一の標的になってしまったのだ。あなたも大変ね。そうだろ？俺だって被害者だよ。それは違うと思うけど。見捨てられないだろ？母親だしさ。でもこれじゃあ仕事もまともにできないんだよ。まあ、そうでしょうね。ということで、戻ってきてくれないか？はぁ？思わず息を飲む。何を寝ぼけたことをほざいているのだ、この男。お前が働いてくれれば、なんとか俺がお袋の面倒を見ていけるから。はぁ？ありえない。ありえなさすぎるでしょ。冗談は顔だけにして。ずっとこらえていた笑いが腹の底から吹き出し、こらえきれずに大爆笑した。そのおめでたい話に粛々と返す。赤の他人のために私が働くってわけ？散々いびられて、夫にもかばってもらえなかった哀れな元妻に稼ぎを強要するの？だって。いい？あなたは私と娘よりも嘘つきの母親を選んだの。もちろんお母さんが一番悪いわ。でもあなたがあの人の息子なのを優先して、私の夫とアリサの父であることを後回しにしたんだから同罪よ。せいぜい仲良く親子二人きりで一生過ごしたらいいんじゃない？私はあの人が道に倒れて意識がなかろうと絶対無視して通り過ぎてやる。そんな。まさか私にここまで拒絶されると思っていなかったのか、元夫は意気消沈の様子だ。そんな彼を突き放すようにガシャッと電話を切った。近所の人の話によると、元夫と元姑は本当に散々な生活を送っているらしい。元夫は母親を見捨てることができず、とうとう仕事を辞めてしまったようだ。その元姑はまだ現実が見えず、周囲に構ってもらいたくて仕方がないようだ。家に悪霊がいるとか、架空の悪者を作り出しては吹聴し、周りからますます敬遠されるようになった。このままではお金の蓄えが底をつくのも間近だろう。なんとも哀れすぎる。それから3年、私は仕事ぶりが評価され、土日のシフトを条件に正社員にしてもらえることになった。娘は大学生になり、彼氏もできて楽しい青春ライフを送っている。そして、なんと私も職場の店長さんとちょっといい感じになっている。彼もバツイチで前の結婚生活で私と同じように散々な目にあったようだ。最初は同類愛哀れむの雰囲気だったけど、誠実な彼に次第に惹かれていった。休憩時間に二人でポタポタ焼きを食べていた時、彼がつぶやいた。ねえ、これって昔おばあちゃんの知恵袋だったよな。今は親子遊びなんだな。
そうだよね。あのおばあちゃんの知恵袋、懐かしい。たわいもない話。でも、そんな話でも、受け止めてくれる人がいるってすごく幸せなことだと思う。もう嘘つきで自分勝手な人たちはコリゴリだ。彼と二人仲良くせんべいをつまむ。新しい恋の始まりに年がいもなくそわそわする私。でも自分の人生だもの。何歳になったって楽しんだもの勝ちよね。お姉ちゃん、私妊娠したの。だからさっさと消えてよね。不妊は用済みだから。私のことを完全に見下した妹は、せせら笑いながら得意げに言った。そうだぞ。俺には新しい人生があるんだ。邪魔者は早く出て行ってくれよ。おやおや、ずいぶん威勢のいいことで。二人して私をこの家から追い出したいみたいだけど残念ね。だったら本当のことを教えてあげましょう。驚いて腰を抜かしても知らないんだから。私の名前は明美。四十肩に悩まされている39歳だ。と言っても、明日で40歳になるのだけれど。昨年の誕生日には夫がいて、こんなことになるなんて想像もしていなかった。この1年の間に、フィクションのような出来事をたくさん経験した。それはもう本当に、信じられない衝撃的なことばかりだった。私には夫の義信がいた。年上で金融業界の融資担当マネージャーだった夫は、主に企業への融資や投資案件に関わる仕事をしていた。そして、夫と出会った頃の私は、勤めていた IT 企業を退職し、そこで学んだことを軸に、独立したばかりで資金調達に苦戦していた。たまたま夫が担当する金融機関に申請をしたことがきっかけで知り合い、お付き合いを経て結婚の流れになった。私は夫のプロフェッショナルな対応と的確なアドバイスに常々感謝し、仕事に対する姿勢や周囲との関わり方が誠実でとても好印象だった。夫の手腕で経営が軌道に乗り、今では多くのクライアントを抱えるまでに成長。年収数千万円以上を稼ぎ出せるようになっていた頃に結婚し、離婚までの6年間は子供がいないことを除き、順風満帆な結婚生活だった。結婚後のある夜、ちょうど抱えていた案件で残業し、くたびれて帰宅すると、ああ、お姉ちゃん、おっかえり。のんきな声で妹の瞳が私を出迎えた。瞳？なんでいるの？実は、私の SNS で変なストーカーみたいなやつがいてさ、ちょっと狙われてるっぽいんだよね。実家に帰るよりこっちの方がセキュリティも高いしさ、お願い、今晩だけ止めてください。今夜だけでいいから、ね、お願い。わかったわよ。正直、仕事で疲れてるし、ゆっくり休みたいから断りたいところだけど、夫は、危ないんだし、今日くらい止めてやれば。というノリだったので、しぶしぶ許可することになった。なんであんなこと言ったのよ。仕方ないだろ？ストーカー怖いとか言われて断れんのか？それは。なら別にいいじゃん。お前の妹だし。そうだけど。私と妹は仲が悪いわけではないが、格段にいいわけでもない。妹は SNS で人気のインフルエンサーで、今は SNS モデルでも人気を集めている。幼い頃は人懐っこく甘えん坊な性格で、とても愛らしい反面、負けず嫌いな部分もあった。自由奔放で自分の道を歩くタイプの妹がインフルエンサーとして活躍しているのは、彼女の天真爛漫さや独自の感性があってこそで、純粋にすごいと思った。私には到底真似できない。だからなのか、夫も妹のことは気に入ってくれていて、邪険にすることはない。しかし、この日以来妹は頻繁に我が家に来るようになった。
実家の一軒家に比べたら、新築の高層タワーマンションの方がセキュリティも高いのはわかる。だが、こうもしょっちゅう来られるとまたか、と思ってしまう。ちょうど私の仕事が忙しく、夫の方が帰りが早いので帰宅すると、夫が妹を家にあげてしまっているのだ。ちょっと、たまには断ってよ。そういうわけにいかないだろ。仮にも嫁の妹で家族なんだし言いづらいよ。そう返されてしまっては納得せざるを得なかった。仕方ないな、と諦めたが、徐々に夫と妹の関係が目につき始めた。なんとなくだけど距離感が近いというか。夫が携帯を妹に見せながら何やら談笑していたが、夫の肩に手を置いて密着しながら夫の携帯を見る妹。その瞬間を見ただけだと男女の仲なんだなと勘違いしてしまうくらいの雰囲気だった。妹が来ない日には私に、ひとみちゃんあれから大丈夫なの？とか、しばらく家に泊めてあげたら？と、かなり妹びいきなご様子。さすがに不審に思い、なんでそんなに気にするのよ。と聞くと、最近この家だと落ち着くって言ってたからさ。と心配する素振りまで。まだ確信はなかったけれど、どうにもすっきりしなかったので、しばらく二人の様子を見ることにした。そうしているうちに、夫の仕事が忙しくなり、残業が増え、夜中に帰宅することが増えていった。最初のうちは残業なんだと信じていたが、そんな日が増加していくと、やっぱり信じきることができず、これは証拠を集めた方がいいのかもと考えるようになっていった。夫を観察し始めると、わずかな変化が気になっていたからだ。あれほど時間に厳しい夫が、急に予定変更を繰り返すようになり、時間にルーズになっていた。前なら直前で私が予定変更をお願いしても、こっちにだって予定があるんだ、もう少し考えてくれないか、とよく怒られたもんなのに。ここまで変わるのか、と少し驚きと関心もしつつ。さらに携帯電話の管理が厳重になっていた。あれほどロックはめんどくさいからいらない、と言っていたのに、いつの間にかきっちり、がっちりロックしてあった。これには何かある、と思うしか他なかった。絶対に何か隠している。そう思ってさらに様子を伺ったが、夫の方は警戒心が強く、それ以上は探れなさそうだったので、妹の SNS を見てみることにした。が、インフルエンサーの SNS に男の影らしきものは一枚も載っていない。当然といえば当然なのだが、しばらく妹の SNS を見て回っていると、妹の投稿に必ずいいねをしている夫のアカウントを見つけた。SNS やってたんだ。昔 SNS は嫌いだからやってないと言っていたはずなのに、いつの間にやり始めたのやら。アイコンが自画像だったのですぐに見つけることができたのは幸いだが、まだ SNS に慣れていないのか、投稿はしておらず、見る専用といったところだが、妹とは違う人にもいいねを押しまくっていた。これは？秘密のひーちゃんという名のアカウントには、彼とのデート写真をメインに投稿されていたのだが、その投稿になぜか夫がいいねを押しているのだ。何かの間違いかと思ったが、よくよくその写真を見てみると、着ている服や身につけている時計からして男は夫に間違いなかった。結論からして妹の別アカウントに夫との浮気写真を載せ、それに夫がいいねを押しているということになる。投稿内容は運命の相手とか将来の旦那様など、リア恋充実してます感満載の投稿ばかりだ。信じられない。中には明らかに事後の写真もあって、これにはかなりドン引きした。それと同時に嫌悪感から来るめまいで足元がふらつく。ここまでとは思っていなかった。でも知ってしまった以上は見過ごすことはできない。何としても証拠を抑えて離婚に持っていかないと。そんな決意もままならないうちに夫の態度が表変していった。二人でいても会話は少なく、
常に携帯をいじっている夫。以前は一緒に楽しんでいた週末の予定もキャンセルが増え、さらに妹が我が家に来る頻度が上がった。妹がいない日といる日では天と地ほどの差があるくらい夫の態度はわかりやすかった。しかも週末は泊まりの外泊が増え、私には急な出張が入ったと言っていた。どうせどこかで妹とお泊まりしているんだろうと思っていたが、秘密のひーちゃんの投稿を見るとしょっちゅう旅行しているようだった。ほぼ毎週どこかに行っているようで、とても羽振りがいいようだ。投稿には美味しそうなご飯、綺麗な景色、映えのスイーツなど、女性が憧れそうなインスタ女子気取りばかり。彼との思い出と書かれたまとめまである。ここまで進んでいるなら、もう確固たる証拠をゲットしたいところ。早速、防犯カメラを購入し、部屋のあちこちに仕込んでおいた。夫には仕事で残業になるから何時に帰れるかわからない。ホテルに泊まることになると思う。と伝えておいた。そう言っておけば、もしかするかもしれない。あまり期待せずに家の近くの物陰から入り口を見張っていると、まさかな事態に。瞳。こんなに早く引っかかるとは思ってもみなかったので驚いた。ルンルン気分で部屋に上がっていく妹を見届けて、私はカメラの映像を携帯で確認した。玄関に設置したカメラにはバッチリ二人の抱き合う姿が映し出されていた。数分後には寝室に移動していた二人。携帯から吉信さんという妹の聞いたことのない甘い声を聞いてしまい、目の前がぐらりと揺れた。ダメだ。これ以上は聞いてられない。覚悟を決めたはずなのに耐えられそうになかった。その日は結局ビジネスホテルに泊まることにした。どうしようもない吐き気と嫌悪感に頭を悩ませたが、解決するには自分が動くしかない。夫はもう私を守ってはくれないだろう。大丈夫。今までだって自分で何とかしてきたのだ。明日から頑張ろう。きっと今頃、キャッキャウフフと笑いながら不貞行為を楽しんでいるだろうが、今日だけは見逃してあげよう。絶対にこいつらに私の鉄槌を。そう心に決めて私は眠りについた。翌朝、目覚めた時の気分は良かった。これからは遠慮せずに行こう。その日は休日だったので、いつ家に戻ろうかと、防犯カメラの映像を確認していると、やはり止まったのだろう。妹がリビングに移っていた。慣れた手つきでキッチンを漁り、二人分の朝食を用意しているところから見て、何度もやってきているようだ。我が物顔で私の場所に立つ妹にも腹が立つが、夫の見たことのない甘えた態度も頭に血が昇るほど腹が立った。私は戦闘服であるスーツに身を包み、ヒールのかかとを小気味よく鳴らしながら自宅に帰ることにした。玄関のドアを開くと、当然だが妹の靴が置いてあった。まだいるのか。うんざりしながらリビングに行くと、あ、お姉ちゃん、朝帰り？お仕事大変だね。いつものように、そして当たり前のように、妹が軽い調子で話しかけてきた。なんでいるの？知っているけど、知らない体で帰ってきているので、朝早くに妹が家にいることなんてありえない。という設定だ。実はね、早起きしちゃったから散歩ついでに遊びに来たんだよ。そしたらお姉ちゃんがいないって言うから、私がご飯を作ってあげてたんだ。満面の笑みで嘘をつく妹。妹が夫にねえと微笑むと、夫も笑顔で答えていた。いやいや、さすがにその理由じゃ、はいそうですか、とはならないでしょう。証拠もあるにはあるが、まだ準備不足が否めない。喉まで出かかった言葉を飲み込み、拳を握った。そうなんだ。私はちょっと疲れたから部屋で寝るわね。わかった。おやすみ。私が何にも気づいていないと、きっと二人はほくそ笑んでいることだろう。そう思うとめちゃくちゃ腹が立つが、今は我慢の時だ。ちゃんと準備してその日を迎えないと。数日後、
ようやく1億の住宅ローンを完済し、肩の荷が下りたのもつかの間。その日は突然やってきた。やっほー、お姉ちゃん。瞳？直感的に何か嫌な予感がした。何しに来たの？実は、お姉ちゃんにご報告があります。ニコニコの妹の後ろに夫が立ち、彼女の肩に手を乗せた。嫌な予感はよく当たるものなのだ。お姉ちゃん、私、妊娠したの。は？だから、ごめんね。吉信さんとの子供だからさっさと消えてよね。不妊は用済みなの。突然のことに頭の理解が追いつかない。子供？いつの間に？そんなことより妹の方からこんな風に言われるとは思っておらず、晴天の霹靂だった。しかも、邪魔者は早く出て行ってくれよ。え？夫までこの言い草である。こんな形で夫との浮気を暴露してきたことも驚きだが、何より心に刺さったのは妊娠だ。実は私と夫は過去に不妊治療を受けていた。しかしなかなか成果が出ず、一旦治療をお休みすることにしたのだ。年齢のことも気になるが、ダメだった時の落ち込みようはひどく、ほんの少しの間だけお休みしてリフレッシュしようと決めたのだった。その治療で心に深い傷を抱えていた私にとって、その事実はあまりにもむごい。もう我慢の限界よ。涙を流し叫ぶ私に。早く出て行ってよ。と妹が言い、夫は。不妊の女に用はない。と冷たく言い放たれて、私は二人をきっと睨んだ。私をここまで傷つけておいて許されると思わないで。震え声で渾身の一言を残して、その家を出た。その後、ひとしきりホテルで泣きじゃくった。二人の不貞行為を目の当たりにし、その現実を受け止められず、涙を流しまくった。すっきりすると、積み重なった屈辱と悲しみが限界に達し、私の心が固まった。絶対に、許さない。こうなったらとことんこいつらを追い詰めてやる。私は自分のすべての力を集結し、最初で最後の反撃を計画した。1週間後、荷物を取りに行きたいと、あらかじめ二人に連絡をして家に行くと、もう自分の家のように振る舞う妹。そして夫は、これ、書いて出しといて。そう言って渡されたのは、記入済みの離婚届。なるべく早く出してよね。私たち、早く結婚したいんだから。私のことなど、もうどうでもいいのだろう。楽しみだな。高年収の旦那とタワマンに住めるなんて夢みたい。早速 SNS 更新しないとね。妹はこれからの生活が楽しみのようだ。もちろん私だって早く離婚したい。安心して、ちゃんと書いて出すから。それはそうと、二人を上から下まで一別してから私は切り出した。この家は私のだから出て行くのはあなたたちよ。え？は？どういうことよ？豆鉄砲を食らったような顔をした2匹。二人。だから、ここの住宅ローンは私がすべて払ったのよ。もう完済してるの。え？そうなの？本当なの？吉信さん。いや、でも俺だって払ってたんだから、財産分与とかあるだろ？ここは俺の家でもあるんだ。そうね。でも、ここ私の名義だし。は？お姉ちゃんの名義？そうよ。私が家主なの。それに財産分与してもいいけど、慰謝料容赦しないわよ。いいの？え？まるで話が分かっていない様子の二人。考えてみて。離婚して家や車を財産分与したとしても、あなたたちは結婚するのよね。ここには住めないとなると、どこかに借りて住むしかないし、慰謝料は二人に請求する。その上生活費も必要。払えると思うの？そんなの、吉信さんのお給料だったら払えるでしょ？ねえ、吉信さん。急に顔色が変わった夫。
一般の人よりかは少し高級取りの夫だが、私よりは稼ぎは少ない。それに、これまでの妹との豪遊具合を見ていると、夫の給料以上の出費で赤字が続いていたと思われる。貯金を切り崩していたとしても、妹が持っているブランド品の数々を見ていると、おそらくそこを尽きていてもおかしくはない。反応から見ておそらく予想通り。でもいいわよ。財産分与もちゃんとしましょ。この家は私の名義だから売却させてもらうけど。え？それから慰謝料の請求もきっちりするわね。あなたとあなたにね。私、あなたたちに裏切られてかなり頭に来てるから、金額見ても文句言わないでね。二人の目を交互に見て、私ははっきりと言った。お姉ちゃん、私にお金を請求するつもりなの？そうだけど。ひどい。どうしてそんなことできるのよ。うわーんと、両手で顔を覆って、膝から泣き崩れる妹。絶対に演技だと分かっているけど、名演技ね。でも、その手は通用しないのよ。こういう時だけ妹面するのやめてくれる？あなた、裏では私のこと、姉だと思ってないんでしょ？泣いていたはずの涙はどこへ？妹は私を見て言葉に詰まっていた。実は、妹の SNS はあれだけではなかったのだ。いわゆる裏垢と言われるアカウントがあり、そこでは日頃のストレスや人に言えない秘密をバンバン投稿していたのだ。私は床にへたり込む妹に目線を合わせ、小さい声で、ピッピちゃんと言うと、冷や汗を流し始めた妹。焦るわよね。だって。お姉ちゃん？なーに？にっこり微笑む私に妹は怯え始めた。それもそうだろう。この裏垢には夫にも知られていない秘密がたくさんあるのだから。お姉ちゃん悲しいな。夫と妹に裏切られて、しかも妊娠までしてるなんてね。お姉ちゃん。なーに？やっぱり。でも、お腹の子のためにも、吉信とは別れられないもんね。これで最後になるかもしれないし、しょうがない。譲ってあげる。ね。いや、これから子供のお金も必要になるわね。大変だけど頑張ってね。ここまで一気に喋ると、妹は顔面蒼白になって黙り込んでしまった。きっと私と別れた後は結婚して、ラブラブな結婚生活を送り気だったんだろう。なんてわかりやすい。おい、明美、いくらなんでも妹に対してひどくないか？は？ここまでの話を聞いていた夫が、妹の肩を持ち出した。ひどいって何が？あなたたちのしたことはひどくないっていうの？そうじゃなくって、妹なんだからもう少し優しくしてあげろよ。たった一人の姉妹だろ？この男は一体何を言っているんだ？どうして私が責められているのか意味がわからない。頭おかしくなったの？浮気しておいて何を言い出すの？慰謝料を請求するのは当然のことでしょ？何と言われても私は二人に請求しますから。そうかよ。そこまで薄情な奴だとは思わなかった。やっぱり子供ができない女は心も狭いんだな。はぁ？子供という単語に私の何かがブチッと切れた。不妊治療も全然成果が出なかったし、やっぱりお前に問題があったんだな。子供ができちゃったのは仕方ないだろ？姪っ子か甥っ子ができるんだぞ。素直に喜べよ。ここまで言われて黙っていられなくなった私は、とうとう切り札を出すことにした。なんだよ、少しは反省したのかよ。反省するわけないでしょ。私が瞳の妊娠を喜んでると思ってるの？どれだけ頭のネジいかれてんのよ。は？なんだよその言い方。不妊だったお前が悪いんだろ？本当に私が原因と思っていることが笑えるのよ。なんだと？どういうことだよ。プライドが高いあなたには言わなかったけれど、治療の一番最初の検査で不妊の原因はあなたの方だと分かっていたのよ。へ？なんだと？いや、つくならもっとマシな嘘をつけよ。まあ、
当然否定してくるとは思っていたけれど、こればっかりは本当のことだから仕方ない。今まで言わなかったのは、その事実を知ってしまったら、治療に協力してもらえなくなるんじゃないかという懸念があったからだ。嘘じゃないわよ。検査結果が見たいなら見せてあげるわよ。あなたの方の造成機能障害が原因よ。嘘だ。そんなの嘘だ。俺は、待てよ。だったら、瞳の子はどうなるんだ？俺の子だろ？私も夫も瞳の方を見る。妹はお腹を抱えながら、罰の悪そうな顔をしていた。ああ、やっぱりね。その様子からして別の人との子供よね。裏垢なんかやってるから、こういうことになるのよ。あなたの子かどうかは私には関係ないけど、気になるなら調べてみたら？え？ちょっとお姉ちゃん、急に変なこと言わないでよね。お腹の子は吉信さんの子に決まってるじゃない。へえ。よし、瞳。この際はっきりさせてやろう。DNA 鑑定でもして、俺たちの子だって分かれば、明美も納得するだろう。いや、でも、この子は吉信さんの子だし、そんな必要は。されたら困ることがあるんだよね。どういうことだ？何言ってんだよ、明美。きっと夫はまだ気づいていない。お腹の子が他の男の子供かもしれないということに。でもまあ、もしそうだったとしても私には関係のないことだ。そんなことはどうでもいいわ。あなたたちの問題だし。そう、本当にどうでもいい。じゃあ、この離婚届は出しておくから、あなたたちもここを出て行ってね。嘘。ほんと。いたら不法侵入で警察呼ぶからさっさと出て行って。それだけ言って、私は離婚届を持って役所へ向かった。問題なく離婚が成立し、数日後。弁護士を通して二人に慰謝料請求や家の売却で忙しくしている頃、二人が私の家に訪ねてきた。ちょっと、お姉ちゃんこれどういうこと？おい、これはどういうことだよ。二人が見せてきたのは慰謝料請求の書類。ああ、届いたの？支払いよろしくね。ちょっと待ってよ。こんなの払えないってば。お願い許して。吉信さん返すから。は？まるで物のような言い方にカチンとくる。返すって物じゃないんだから。おい、明美、この金額はどういうことだよ。払えるわけないだろ？知りませんし、絶対に払ってもらいます。お互い一歩も譲らない攻防戦。こんな二人に私が負けるはずなんてない。私は聞く耳も持たずに作業をしていると、痺れを切らしたのか、夫が声を荒げ始めた。おい、いい加減にしろよ。払えもしない慰謝料なんてどういうつもりだよ。たっく、マジでお高く止まってて可愛げもないな。それだから呆れられるんだよ。はい？聞き捨てならないセリフに反応してしまう。お高く？可愛げ？何それ美味しいの？そんなあなたに飽きてもらえて、私は自由の身。感謝してるわ。なんだと？もう離婚も成立してるんだから、あなたと私は赤の他人なの。これ以上ここにいるなら警察を呼ぶわよ。仮にも元夫に向かってなんて言い草だよ。マジで可愛くね。可愛くなくて結構。引っ越しの準備で忙しいから早く帰ってくれる？お姉ちゃん引っ越しするの？ええ、そうよ。ここは売却するの。そのお金で引っ越しするのよ。何か問題でも？二人はものすごーく不満な顔で私を見ていた。そりゃそうだよね。ここに住みたかったんだもんね。高収入旦那と高級タワマンなんてインフルエンサーとして見過ごせないわよね。本当にわかりやすい。あ、そういえば DNA 鑑定はどうだった？私はわざとらしく話題を変えてみた。前回の妹の反応からして、お腹の子供は吉信でないことは間違いなさそう。にもかかわらず、恋のせいで頭の中がお花畑になっている夫は自分の子供だと信じきっている。ちょっとお姉ちゃん、この子は吉信さんの子なんだから必要ないって。っていうか前もそんなこと言ってたけど何なんだよ。どうしてこの子が俺の子じゃないって思うんだよ。夫の質問に妹の顔がさーっと青ざめた。私に目くばせで首を横に振っている。ああ、言わないでってことかしらね。
私は妹に笑顔でうなずくと、携帯画面を夫に見せた。なんだこれ。瞳の裏垢。裏垢？お姉ちゃん。私の手から携帯電話を鬼の形相で奪い取った妹。そして思いっきり私を睨んでいた。なんてことしてくれるの？だって、さっき目で合図してたじゃない。説明してって。はあ？そんなことあるわけないでしょ？バカなの？内緒にしててってことじゃない。ほんと信じられない。怒りまくった妹の隣で、夫が呆然と立ち尽くしていた。待てよ。どういうことだ？裏垢ってなんだよ。SNS 初心者の夫には、裏垢という単語すら知らないようだ。あなたが知っている妹のアカウントは、いわば表の顔。そして裏垢は裏の顔。友達や知人に言えないようなことを投稿するためのアカウントって感じかしらね。言えないようなこと？妹に限っては恋人探しが目当てだったのかしら。ねえ。にっこり微笑む私とは対照的に怒りまくっている妹。ここまで言うつもりはなかったんだが、やっぱり内緒にしておくことはできなかった。ピッピちゃんで検索すれば出てくるわよ。あなたにバレていないからって、まだ続けていたなんて、ほんと呆れる。夫はすぐさまそのアカウントを探し当て、過去の投稿を見返していた。見れば見るほど、夫の表情が曇っていくので、状況は理解したようだ。じゃあ、本当にお腹の子は。吉信さんの子だってば。ひたすら夫の子だと主張する妹に、夫は疑いの眼差しだったが、あまりにも必死な妹の様子に、どうやらほだされたようだった。ほんと、いつの間にこんなバカになっちゃったのかしら。恋は盲目とはよく言ったものだ。さ、解決したなら帰ってね、忙しいから。待ってよお姉ちゃん、どこに引っ越すの？なんで言わなきゃいけないのよ。だって家族じゃない。悪いけど、今日をもってあなたとは縁を切らせてもらうわ。だから他人だと思ってちょうだい。そんな、そこまでしなくてもいいじゃない。そうだぞ。たった一人の妹だろ？私の心の傷もわからない二人には、もう何を言っても無駄のように思えた。妹に夫を奪われたのに家族と思えるわけないでしょ。早く出て行って。せめてどこに住むかくらい。はあ、しつこいわね。タワーマンションを買ったのよ。買った？どこにそんな金が？私、あなたより年収高いのよ。それに臨時収入もあったから思い切って買ったの。こんな思い出のある家には暮らしたくないから。当然のことよね。タワマンって、お姉ちゃんばっかりずるい。妹はタワマンに住むのが夢だったらしいが、自分じゃ叶えられないと分かっていた。だからこういう形で奪おうとしたんだろうけど、自分のものにはできなかったと分かり、ダダをこね始めた。だったら自分で稼いで買えば？インフルエンサーとしての人気が低迷してきているあなたにそれができたら、だけど。と、皮肉にスパイスを乗せて言ってやった。すぐに罵詈雑言が返ってきたが、とりあえず無視して追い出した。実は臨時収入というのは、こっそり買っていた宝くじが高額当選していたのだ。慰謝料と宝くじの当選金で、十分マンションが買えたので、心機一転するためにも、ここよりいいマンションを購入した。新しいスタートを切るためにも、あともう一つやり残したことがある。ということで数日後、携帯ショップに向かった私は番号を新しいものに変え、夫と妹の連絡先を電話帳から消した。両親とは連絡を取り合うも、私は一人で悠々自適な生活をスタートしていた。聞いた話だが、なんと夫は業務上知り得た企業の未公開情報をもとに、株式市場でインサイダー取引を行い、私腹を肥やしていたらしい。当然、どこかから情報が漏れて、その事実を知った会社は夫をクビにした。ほんとバカよね。共有のパソコンにデータなんて残しておくからこういうことになるのよ。そう、その情報を流したのは紛れもなく私。IT 企業の顧客との打ち合わせの中で、金融業界で起こっている怪しい融資案件について話題に上ったことがあった。顧客が、ある融資案件に問題があるようだ、と警戒を示し、その案件に私の夫が関わっている可能性があることを示唆された。
私は知っている限りのネットワークや知人に頼んで、夫の金融機関での過去の融資案件を調べることにしたのだ。IT の技術やデータ分析の力を活用し、表に出ていない不正な金の流れや取引記録を突き止め、夫が企業の資金を不正に操作していることや、業務上の機密情報を流用していたことが判明した。夫が不正な利益を得ていた証拠として、顧客から提供されたメールのやり取りや、隠された帳簿のデータを確認し、夫の違法行為が確定的になった。もちろんすぐには暴露せず、慎重に情報を流し、離婚後にはこうなるように計算した上での情報操作だ。仕事を失った夫は、実の両親から今回の離婚の件で絶縁されていて、結局は誰の子を身ごもっているかわからない妹しか頼る相手がおらず、今は一緒に安いアパートで暮らしているらしい。離れたくても妊娠して、マタニティインフルエンサーとして奮闘している妹の収入だけが頼りなので、別れることすらできないという。まあ自業自得よね。両親は生まれてくる子供に罪はないと言って、妹とは連絡を取り合っているようだ。そんな激動の数ヶ月は慌ただしく過ぎ。数年後、私には心から信頼でき、寄り添えるパートナーと出会えることができた。本当にあの時は大変だったな。もう忘れたかと思ってたのに。忘れるわけないよ。あの経験があるからこそ今こうして一緒にいるんだ。そう、新しいパートナーの彼はあの時お世話になった弁護士さんだ。本当にあなたに出会えてよかった。ありがとう。俺の方こそ君が頑張ってくれたおかげでこうして未来を一緒に描ける。辛いこともあったけど、もう過去は過去ね。そうだよ。これからは二人で新しい思い出を作っていこう。うん。絶対に幸せになる。海辺のカフェの窓から広がる輝く海を眺めながら、彼が私の手を握り、その手を握り返してそっと微笑んだ。かつての裏切りや悲しみは自分の成長の糧となり、今の幸せへと導いてくれたのだと感じている。海風に吹かれながら、彼と新たなスタートを共に切ることを決意し、未来に向かって笑顔で歩み出す。彼と視線を交えると、その笑顔には光に包まれた未来が広がっていた。俺は大金がもらえたのに、お前はボロ屋とただの畑だけだって？遺産相続で予期せぬ現金を手にした兄が私を嘲笑う。ずっと面倒を見て介護してくれた娘に対してその仕打ちって、お前って愛されてなかったんだな。腹が立つ物言いだが、私は言い返さない。まあ見てなさい。転んでもただでは起きないから。私は兄への怒りを原動力に荒れ果てた畑の手入れに汗を流した。私の名前は光。50歳の専業主婦だ。夫と結婚して25年。子供もすっかり大きくなって独立した。これからは夫婦二人でのんびり楽しくやっていこう。と思っても予定通りにいかないのが人生。子供が自立すると同時に親の介護が始まったのである。夫の両親はとうに亡くなっており、介護するのは私の実の両親だ。農家を営んでいた両親は体力に自信があり、ずっと健康そのものだった。野菜の収穫時期になれば、私もよく手伝ったものだ。取れたては本当に美味しかった。みずみずしくて甘い野菜の数々。それを懐かしく思うのは、もうあの味を堪能できないから。両親は夜年並みに勝てず、すっかり足腰が弱ってしまって引退した。本当はもっと続けたかったんだけどな。弱々しく笑う父。光にまたあの野菜を食べさせてあげたいわ。残念がる母。剛が後を継いでくれてたらよかったんだが。
そう言って父は肩を落とした。私には2歳上の兄がいる。兄は昔からチャランポランというか、何事も思いつきで行動し、適当なことばかりやっている。高校もほとんど通わず、最終的には面倒だからと勝手に退学してしまった。そのまま家を出て定職にもつかず、日雇いでブラブラしてたかと思えば、突然実家に戻って親に金をせびる。それでも息子だからと強く言えなかった両親。その兄も両親が農業を辞めてからは家に寄りつかなくなった。年金生活の親父たちじゃ金なんか全然ないだろ。と言って。お金がないなら用はないってことだ。我が兄ながら最低である。そんな兄の存在は忘れてしまえと思うのだが、そこはやっぱり家族。折に触れては両親も、あの子元気にしてるのかしらね、と気にしていた。そんな両親だったが、農業を辞めてから老ける速度は速かった。趣味レベルでもいいから、細々と続けていたら何か違ったかもしれない。そう後悔した頃にはすっかり老けて、二人揃って寝たきりになってしまった。ごめんな、ひかり。苦労かけるね。申し訳なさそうな父と母に、私は笑顔で首を横に振る。お父さんたちのおかげで今の私があるの。恩返しさせてよ。そう言うと、母はありがとうと言って涙した。二人の介護は大変だったけれど、子供はすでに手が離れていたし、もともと専業主婦で仕事もしてない。本当は子供が手を離れたらパートでもしようかと思ってたけど、生活に困ってるわけでもないから、そんなのは後にすればいい。夫と話し合って、私は実家に寝泊まりして介護するようになった。もうあまり長くはないと思います。そうお医者様から言われたショックはかなりのもの。涙ながらに兄に電話した。お父さんたちに会いに来てくれない？チャランポランでも兄は兄。両親にとっては可愛い息子だ。兄だって両親の愛情を受けたことくらい覚えてるだろう。だから最後に会ってほしいと伝えたのだが、兄の答えはひどいものだった。は？なんで？俺忙しいんだけど。忙しいって仕事してるの？な面倒なのやるかよ。いや、日雇いはやってっけどよ。昨日やったから今日はちょっくら馬でも見てこようかなと思って。それって、ひょっとしなくても K から始まる？おー、始まる。でもって次は E で、その後にバーが続かない？さすが光、よくわかってんな。何考えてんのよ。両親に顔見せるのより掛け事が大事っての？俺にとっては命より大事。最低。最低な兄の最低すぎる言動に怒りまくった私は、そのまま電話を切った。その後も兄は全然実家に寄りつかず、両親に会いに来なかった。日に日に衰えていく二人。そして、あっけなく父が亡くなり、立て続けに翌日母が行ってしまった。最後まで二人は仲良し夫婦だった。一通り泣いてしまえば、あとは忙しい時間が待っている。二人同時のお葬式は大忙しだ。夫の助けはもちろん、息子二人にも手伝ってもらってどうにかなった。本当は兄と二人で話し合ってするものだろうが、その肝心の兄が来ないのだ。連絡はどうにか取れたが、はぁ？親父たちの葬儀？俺忙しいからパス。お前の方で適当にやっといてくれな。で、電話は切られてしまった。適当にとかできるわけなかろう。本当に兄は52歳になっても相変わらずいい加減すぎる。兄に腹を立てつつ、涙の葬儀は終わるのだった。そして後日、久しぶりに兄が実家に戻ってきた。葬儀にも来なかったくせに何だという話だが簡単なこと。遺産についての話し合いだから来たのだ。おー、光、久しぶり。お前もすっかりおばさんだな。ほっといてよ。兄さんだっておじさんでしょ？俺は独身だから、子育てで老け込んだお前より若々しいんだ。
今ならお前の弟に見られるんじゃないか？久しぶりに会った妹にかける言葉がそれかと呆れてしまう。独身を謳歌してた割に、兄は随分老け込んで見えた。お仏壇に線香をあげた？んな無意味なことするかよ。亡くなった人間がそれを見るのかって話だ。そういう問題じゃないでしょ？親が亡くなったという喪失感が全くない兄の態度にイラッとくるが、いちいち言い返しても仕方ない。さっさと話し合いを終えるのが一番だと私は席に着いた。それじゃあよろしくお願いします。そう言って見た相手は弁護士さん。そう、両親はきちんとした遺言書を用意していたのだ。弁護士さん立ち会いのもと、遺言書を開封する。なんて書いてある？俺の取り分は？ちょっと。ビリッと封筒を開けた瞬間、すごい勢いで食いつく兄。少し落ち着きなさいよね。私が兄に呆れる前で、弁護士さんは遺言書を読み上げた。結果、兄は現金を、私は実家の建物と両親が汗水流して働いた職場、つまり畑を相続することになった。それを知った直後、兄が、あははは、マジかよ。そりゃ最高だ。ウケる。と笑い出した。現金ってこの通帳だよな。うわ、3000万ってマジかよ。すげえ。儲かって儲かるんだな。遺言書とともに弁護士さんに預けられていた預金通帳。それは確かに結構な額だった。定職に就かず、その日暮らしの兄からしたら大金だろう。そんな額が残されていたのかと、私もちょっと驚いた。汗水流して働いたのはいいが、趣味も道楽も農業だった両親にお金の使い道はなかったのではなかろうか。で、光は何だって？笑いが止まらないというように、ニヤニヤしながら私の顔を覗き込む兄。遺言書の内容を聞いてたはずなのに、性格の悪さが伺える。この家と畑。マジかよ！腹を抱えて笑う兄。我慢だ我慢。私は必死に自分に言い聞かせ、怒りを抑えた。俺は大金で、お前はボロ屋とただの畑ってか？ゲラゲラ笑いながら兄は言う。ずっと親父たちの面倒を見て、介護してくれた娘にその仕打ちって、お前愛されてねえな。血管が切れそうなくらいにムカつくが、どうにかこらえる私。ここで言い争ったところで意味はない。確かに、この家屋と畑を合わせても、兄が相続する現金の額には遠く及ばない。両親はこの家と畑、つまり家督を私に守ってほしいと願ったんだ。だから、耐えろ私。両親が私を愛してくれてたことは、私が一番知ってるんだから。まあ、やっぱ長男は愛されるもんなんだよな。しかも俺は可愛い息子だったからな。親父たちの気持ちもわからんでもない。ようやく笑いを収めた兄は通帳をブラブラと私の目の前でちらつかせた。んじゃ、そういうことで、俺はこれもらっていくからな。なわけいくか。遺産をもらった、もらってないとか、後で揉めるのはごめんだ。弁護士さんに書類を用意してもらったので、兄はそれに判を押して帰っていった。兄の姿が見えなくなった瞬間、私は台所から塩を持ってきて玄関先に巻き、二度と来るな！と叫んだ。もうあいつのことは忘れる。おそらくもう二度と会うことはないだろう。そんな最低な存在は忘れるのが一番だと、気持ちを切り替えることができるようになったのは、両親が亡くなって1年が過ぎた頃。相続のあれこれとか、大量の手続きを終えて、改めて私のものとなった実家を片付けていたら、あっという間に時間が過ぎてしまった。今やすっかり物がなくなってしまった実家。私には夫の建てた家があるし、さすがに住むには兄の言葉ではないがボロすぎる。無難に売るべきなんだろうか。でも実家がなくなるってのは寂しいな。なんて空っぽの家に座り込んで考えていた時のこと。ふと庭先に一本の桑が目に入った。
もう今の時代、クワを使うなんてめったにない。それでも父は好んでそれを使っていた。危ないからと子供の頃は触れない場所に保管されていたそれ。鉄の部分はすっかり錆びて、持ち手はボロボロに朽ちている。かろうじて原型をとどめるだけのそれをそっと触ってみた。思い出されるのは汗を流しながらも楽しげに農作業をする父の姿。その横で母も笑っていた。懐かしい、遠く愛しい時間。そっと目を閉じて思い出にふけっていた私は、静かに目を開き、よしとあることを決意した。農業？うん。まあ家庭菜園の延長というか、趣味程度だけど。いいんじゃない？せっかく受け継いだ畑だ。何かしら作ってみよう。そう思って夫に相談したらあっさり OK が出た。いいの？お父さんたちが残した畑だ。やってみなよ。背中を押してくれる夫には感謝しかない。私は父の知り合いの農家さんに教えてもらいながら、すっかり荒れ果てた畑の手入れを始めた。そして父が作っていたものや新しい種類の野菜をあれこれ試してみる。それは思いのほか困難な作業だった。農業って大変。家庭菜園程度なら私だってやったことはある。だがこれはレベルが違いすぎた。その広大さもあるけれど、自分で食べるための野菜とは違うのだ。本格的にやるのってこんなに大変なんだな。痩せ細ってしまった土地を復活させるだけでも大変。土に合う野菜を考えるのも大変。季節は？害虫は？野鳥も敵だ。育てるだけでなく、守るための対策も考えなければならない。作業は簡単には進まず、失敗ばかり続いた。よくそんなのやるよな。金持ちの俺様には無理だわ。わざわざ電話までして見下してきたのはあの兄だ。どこから聞いたのか、私が農業を始めたことを知って連絡してきたのだが、相変わらずの物言いに即切りしてやった。忘れる。あれは忘れるんだ。兄への怒りを原動力に、私はひたすら畑を耕した。中古とはいえ、農機具は高価だったが、必要な出資と思って貯金をはたいた。お前の貯金を使うんだから、俺は何も言わないよ。懐の広い夫はそう言ってくれた。私の貯金とは言っても、独身時代のなんてとうになく、夫がくれた小遣いをコツコツ貯めた、結局は夫のお金。それでも気にすることなく、そう言って応援してくれる夫に涙した。惚れ直したわ。息子たちもネットでいろいろ調べては教えてくれる。父の知り合いの農家さんたちもいい人ばかり。腹立つ兄以外は本当に恵まれた環境で、私は農業に集中することができた。最初は趣味のつもりだったのに、始めてしまえばあっという間にのめり込んで本気になった私。やっぱり私は両親の娘なんだな、なんて思ってるうちに時間が過ぎていく。そして、できた！ついに私の畑の初収穫である。両親のようにみずみずしく甘い作物には程遠く、収穫量も微々たるもの。でも、やり遂げたことが大事。満足だ。初めてにしてはなかなかやるじゃないか。そう言ってくれたのはお世話になった農家のおじさん。いや、私も十分おばさんだけどね。どこか父を思い出す年頃のおじさんというか、おじいさんのお褒めの言葉が心に染みた。もう少し肥料や水の量を調節して、そうだな、親父さんは確かあの肥料を。まだまだ知らないことが多い。少ない情報をかき集めて、私は両親の味に近づけるべく邁進するのだった。そうこうしてるうちに、どんどん畑は立派になってくる。最初は小さな一角だったのが、いつの間にかすべての畑の手入れが終わった。作物をいろいろ試す試行錯誤の日々。次第にできる野菜のレベルは上がり、やがて、いやー、今年も豊作ですね。ありがとうございます。今後もうちにおろしてくださいね。
もちろんです。ありがとうございます。野菜は販売できるまでになった。ひいきにしてくださる取引先もできた。ただの専業主婦が農業を始めて成功するまでという特集をしたいとテレビ局まで取材に来た。いつの間にか私が作る野菜は人気商品になっていた。とはいえ、一人ではここまで来れなかった。たくさんの人に助けられ、何より、かつて父が私に教えてくれた知恵があったからこそやってこれたこと。だが、それでもまだまだだ。父の味には程遠い。もっと頑張らなくちゃね、と思って拳を握りしめてたとき。どういうことだよ、これは。記憶の隅に押し合ったはずの声が聞こえたのである。畑に向かおうとしてたら忘れたはずの声がして振り返る。兄さん？何年ぶりだろうか。かろうじて面影があるので兄だと分かったが、すっかり変わってしまっていた。老けたとかいうレベルではない。兄さん、すっかり眩しくなって。そうだろ？光ってるだろ。ってほっとけ。私の視線が自分の頭に注がれてるのに気づいた兄は、くわっと鬼の形相で怒鳴ってきた。だが、そんなのちっとも怖くない。むしろ笑える。笑いたい。だが笑ったらもっと面倒になりそうなので必死でこらえる。やばい。頬の筋肉がピクピクなるわ。どうしたのよ、兄さん。ずいぶん久しぶりね。もう会うことないと思ってたのに。もう二度と実家に来ることはないと思っていた兄。兄は私の背後にそびえ立つ実家を指さして、なんだよこれは、と叫ぶのだった。何って、兄さんが生まれ育った実家よ。なの知ってる。もっとボロかったはずなのに、なんでこんなに綺麗になってるんだ。そう。かつてボロくて売却を考えた家だが、その家は修繕されてとても綺麗になっていた。なぜって修繕したからでしょ？そんな金どこにあるんだ？稼いだのよ。どうやって？いちいち怒鳴らないでほしい。いくら60代が近づいてきたとはいえ、まだまだ耳は聞こえてるんだ。農業を始めたのは兄さんも知ってるでしょ？私が相続した畑で野菜を育てたら人気になって繁盛してるのよ。はぁ？苦労に苦労を重ね、ようやく商売の軌道に乗った。そんな時にやってきた兄。嫌な予感しかしないと思ったら、案の定兄は言い出した。そうか、あの畑にすごい価値があったんだな。と。はぁ？何言ってるの？ど素人のお前がそんな簡単に儲かる農業ができるものか。そりゃあもちろん苦労したわよ。あの土地は、実は金の土だったんだな。私の苦労を聞き流すな。そして何よ金の土って。きっと栄養満点、すんごい能力を持った土だったんだろう。お前、それを知ってて黙ってたな？いや、何言ってるのかわからないんだけど。俺は知ってるんだぞ。後からすごい価値があると分かった財産は、もう一度遺産分割協議ができることを。俺は異議を申し立てる。遺産分割協議をやって、畑は俺がもらう。アホか。そうだ、俺はアホ。ってアホじゃない。いや、アホでしょ。どこで調べたか知らないけど、そんなにわか知識を大声でひけらかすなんて、アホとしか言いようがないではないか。私は深々とため息をついて、畑の価値は変わらないよ、と言ってやった。嘘つけ！嘘ついてどうすんのよ。疑うなら、あの土地を不動産屋かどっかに査定してもらえば？言ったな。じゃあそうさせてもらう。後悔するなよ。しないわよ。この辺の土地の価格なんて昔から全然変わってないもの。そうなのか？疑うなら不動産屋に聞きなっての。あまりに私が断言するから自信がなくなってきたのだろう。どんどん兄の顔が曇り出す。でもだな。実際儲かってるんだろ？畑のおかげで儲かってるんだろ？畑のおかげって、確かにあの土地があったから私は農業を始めたし、結果として儲かってるけどね。ほら、そうだろ。
もううるさいな。完全に勘違いしてる兄に徐々にうんざりしてきた。じゃあもういいわよ。話し合うのも嫌になった私は、やけくそのように叫んだ。畑、兄さんに半分使わせてあげる。好きにすれば？よっしゃ！完全勝利したかのごとく、拳を突き上げる兄。だが、やけくそに叫んだ私の心は結構冷静だった。まあ、やってみるがいいわ。両親がいた頃から農業の手伝いなんぞ一切しなかった兄。その兄がどんな方法で農業をやるのか、とくと見せてもらおうじゃない。助けてくれ！いや、やけに早いな。兄が農業を始めて1ヶ月。畑を真っ二つに分けて、更地になった半分を兄に使わせたわけだが、わずか1ヶ月で兄は音を上げてヘルプ要請してきたのである。はぁ？何を助けろって言うのよ。さっぱりやり方がわからん。だろうね。見れば畑は全然手入れが行き届いておらず、何ら作物を作るための準備がなされていない。この1ヶ月何やってたんだこの人。おかしいじゃないか。この畑は金の土なんだろ？種まいたのになんでうまく育たないんだよ。まだ金の土とか言ってんのかこの人。しかも種まけば終わりとか思ってない？それで美味しい作物ができるんなら誰だってやるわい。もっと勉強することね。数年後には儲かるかもよ。誰が助言なんぞするかと突き放すと、半べそかいた兄が泣きついてきた。鼻水つくのでやめていただきたい。助けてくれよ！お前妹だろ？親の最後にすら来ないような奴を兄だと思いたくない。こんな時だけ妹とか言ってくるんじゃない。冷たく突き放してやったら兄はその場でうなだれた。私は自分の畑で手一杯なの。ここまで来るのにたくさんの人に助けてもらったわ。兄さんも努力して助けてもらえるような人になりなさいよ。さっきも言ったでしょ？数年は頑張ることね。そうすれば。んな悠長なこと言ってられないんだよ！頑張ろうとしない兄に葉っぱをかけようとしたのだが、兄は深刻な顔で。数年どころか数ヶ月も待てない。借金の返済期限が目前なんだと叫んだ。借金？そう。俺今、借金地獄なの。どうしてよ。現金3000万相続したでしょ？使った。は？全部ギャンブルにつぎ込んだら、もんなしになった。はぁ？今更働くのが嫌で、一発逆転狙って借金したけど、それもすっからかん。そしたらお前が農業で儲かってるって聞いたから、じゃあ俺もって思ったんだよ。なのになんでだよ。全然儲からないの。なんで？知るか。呆れて話にならない。あろうことか、親からもらった大事な遺産を兄は数年で使い切ってしまった。じゃあ農業で楽に儲けてやろう？ふざけるのも大概にしろ。という話だ。なあ、光、頼むから助けて。お断りします。いくら兄の頼みとはいえ、もう助けたいとは思えなかった。せめて自力で頑張ってみせるという気概を見せてくれたら、もしかしたら手を差し伸べたかもしれない。だが兄はどこまでも人頼みだった。自分でどうにかしようとしない、相変わらずのチャランポラン。頼むから助けてくれよ！もうすぐ借金取りが来ちまうよ！叫ぶ兄を放置して私は畑を去った。その後兄がどうなったかは知らない。ただ借金取りに追われて逃げ回ってるらしいという噂は聞いた。でもそれ以外のことを聞くことはないから、まあ押して知るべしといったところか。兄が去り、結局畑は私の元に戻った。再び広い地で始めた農業は順調にいっている。畑仕事をしながら肩に手をやってたら、休日で手伝ってくれてた夫が揉んでくれた。定年迎えたら一緒に農業やってもいいか？先日そう夫は言ってくれた。その言葉がとても嬉しかった。息子たちもかなり興味を持ってるようで、もしかしたらと思う。父が守り、母が愛した家と畑。それらが息を吹き返したこと、両親は喜んでくれてるかな。
父さん、母さん、畑、これからも守っていくね。二人が作った美味しい野菜を目指して、これからも頑張るから。だから二人とも、どうか私たちのこと見守ってね。The next day, my mother, who lives on a pension, didn't bother to tell me to take care of her, but my selfish, old-looking sister. Our family went to my parents' house, and after my daughter's sarcastic remarks, my husband's slack-jawed behavior, and a severance pay, my peaceful and wonderful life of living together with my mother began. I am Naoko. I am a 38-year-old part-time housewife and live with my husband and our daughter, who is in junior high school. I have been working as a cashier at a nearby supermarket for over 10 years since my daughter was born. We live in a rented 2LDK apartment in downtown Tokyo. My husband, Ryuji, works as a site manager at a small construction company. He is a bit of a slacker, but he is a serious and reliable man. If only he didn't tell dad jokes, I would say he is almost the perfect husband. My daughter, Aki, is 12 years old. His grades are okay, his athletic ability is okay, but his face is quite cute, even if you ignore his mother's face. It's a miracle in a way that he has the best of both worlds. Both my husband and my parents' house is about a 20-minute walk away. I often visit them on weekends with my daughter. My mother is 68 years old. She lost her father 5 years ago and has been living alone ever since, but she's energetic, cheerful, caring, and loves butts more than anything. Well, sometimes she's a little too energetic and unmanageable. The reason I say she lives alone is because about a year ago my older sister, who is 4 years older than me, moved in with us. She never got married, never held a job for long, changed jobs repeatedly, and never lasted with any of the men she dated. On top of that, she was very open about it, so she lived in a noisy, stylish apartment, wore designer clothes, and eventually moved back in with us because she couldn't pay the rent. My mother, who loves butts, welcomed her at first, but my sister doesn't work, doesn't do much housework, and lives a lazy life, relying on my mother's pension and the money my father left behind after he passed away. Of course, after about 6 months of living together, my mother started complaining about my sister, but my mother was always a kind person and couldn't bring herself to kick my sister out. As a result, our household finances are now in a significant deficit every month, and even though there is no rent, there is no way that even half of our food and utility bills can be covered by my mother's pension alone. The surplus is decreasing. And yet, my sister says, I go to that house to help her, so my mother doesn't feel lonely. But my daughter, my husband, and I all visit sometimes, so there's no way my mother would be lonely. My sister has zero savings, since she moved in because she couldn't pay the rent. She's a complete parasite. We weren't exactly close sisters, but ever since my sister graduated from high school and quickly started living with the man she was dating at the time, we hardly ever see each other, so to me, they're practically strangers. One day, when I dropped by my parents' house with my daughter Aki, I could hear the TV on loud and my sister laughing from the living room. She's blushing too much. It hurts. My sister was munching on potato chips while sticking her nose into the TV. Next to her, my mother was silently staring at the household account book. It's that old lady who's in pain, my daughter whispers. Quite a unique thing. When I enter the kitchen and open the refrigerator, it's empty. When my mother comes to make tea and I tell her, Mom, there's no food at all, she sighs. Yeah. Mayumi eats a lot, quote.
I thought she might want to buy some this weekend, so I asked my mother quietly, and sure enough, she's in the red again this month. Apparently, the savings my father left behind have already been reduced by about a third. My mother's face shows some signs of fatigue. But I don't really want to tell Mayumi. It would be a shame if she started to feel uncomfortable. No, it's okay if she starts to feel uncomfortable and moves out. My sister says she's looking for a job, but she only wakes up before noon. She lies in bed with her smartphone in hand, saying she can't find a job she wants to work at, and munches on snacks while watching videos. While my mother cuts back on food expenses and goes shopping at the discount supermarket, my sister buys convenience store sweets and deli items every day and puts them in my mother's refrigerator as if it's the most natural thing in the world. Furthermore, it was recently discovered that she had been selling off my mother's old kimonos and tableware without permission on a dating app. Furthermore, while she was bragging about the sales, she had actually used the proceeds to buy beauty serum and eyeliner. While my mother was wide-eyed, she said with a smug look on her face that anti-aging is an investment because she really does have a sloppy face. Hey, sister, I think you've already done it, but I've heard most of it from my mother, but no matter how you look at it, my sister's impudence has only increased. She sleeps until after 10 in the morning, and when she wakes up, the first thing she says is, "Hey, what's for lunch today?" That's right. No, she has no intention of cooking, and even my middle school daughter would help her out. Furthermore, after dinner, she leaves the TV on and plays with her smartphone, and then says, "Mom, if you can't use your smartphone properly, why don't you cancel it and use the money you save to buy daily necessities?" No, you should get a job first. And finally, I ended up being directly affected. Take a look at this. My sister brought me a photo of a certain brand of harukat, saying it was super cute. It was on sale online, and I had points and I could buy it in a little while, but I'm in a bit of a pinch this month, and now, it's only 10,000 yen, and I'm in a bit of a pinch this month. That's what someone who works for themselves would say. To begin with, I think my sister's life itself is in a big pinch right now. Even my family, who works hard, doesn't have that much money. When I refused, she said, "Wow, now's husband doesn't earn that much money." My husband earns an average amount. I have to say this for the sake of my husband's honor. Oh, now's daughter, Aki-chan, is that it? She's cute at least in her face, and if she did some video streaming, her views would probably go up. She might become popular and make money. Don't sell my daughter without permission. And what do you mean, only her face is cute? Anyway, I don't have any money to lend you, sister. If there's something you want, buy it with money you earn yourself. That's what I said when I came back. I think my patience might be reaching its limit. Then one weekend, when I took my daughter Aki to visit my parents' house, I could hear my sister yelling from the front door. "Why is the electricity bill so high? I don't use the electricity during the day because it's nighttime, and I don't use the air conditioner that much either." I have no idea why my sister, who doesn't even contribute to the household expenses, is getting mad at my mother about the electricity bill. What's going on? You can hear it outside. When I said that, my mother said, looking down, "I told you that this month's electricity bill is over 20,000 yen. So I don't use that much, so why are you blaming me like that?" No. Who is it that was sleeping soundly in the kotatsu in the middle of winter and eating ice cream with the air conditioner on in the middle of summer? I've heard my mother complain about these things all the time. My sister was completely angry. But she kept pushing me. "Come on, we really don't have any money. Mom is almost done with her life, so can you please stop wasting money? Cut back on food expenses too. Oh, and what about the kids? The fridge is empty." My daughter and I were both left speechless by her outrageous words.
We didn't know where to start. And then my sister added insult to injury. Let me be clear. I absolutely can't take care of you. I can't. I'd be happy if you lived your life on your own while you were healthy, but if you collapse, I can't do it. What is she talking about? She's like an alien whose words I can't understand. Well, if that happens, Naoko, please take care of me. You're married, so that's part of it. And you have a husband too. My mother's eyes were as dry as a well. It was so pathetic that it went beyond tears. My mother's voice, muttering, Yumi, was the voice of someone who had given up on her daughter. At that moment, something inside me snapped. Huh? What's that? You're being too convenient, big sister. My voice was seriously shaking. Who's the one who's living off of your mother out of anger? You don't work, you just laze around every day, you take your mother's kimono and dishes without permission, you complain about the electricity bill, you want to use my daughter for streaming, and you don't need nursing care. Stop joking around like that. What's with you, kid? Don't suddenly become the victim. You may be living happily since you left home, but I've had a lot of hardships. Even now, I'm living with your mother. Who's the victim? Your sister. You're eating up your mother's money, saying things like, I'm grateful, and you haven't done anything. I was so angry and frustrated that tears came to my eyes. At that moment, my daughter pulled my sleeve. Quote, Mom, let's go home. There's no point in talking to this old lady. We can talk about Grandma at home, she said in a very cool tone. My anger quietly subsided with my daughter's words. I learned that a cool word from a beautiful girl can be effective. Even my sister couldn't react at all. Yeah, that's right. I patted my daughter's head and went to my mother. Quote, Mom, I'll come again. Let's talk slowly next time. Then, passing my sister, I whispered in her ear, be prepared. That night, my daughter and I told my husband everything we had learned at my parents' house. I think I've reached my limit. If things continue like this, my mother won't be able to take it physically or mentally. My mother's stress is probably reaching its limit too. Yeah. Even after listening to what we've talked about today, I thought things were pretty bad. My husband listened to our story with a serious expression. Maoko, I'm thinking of taking your mother in. Yeah. But I think it would be a waste to leave my parents' house. It's a house that my father left me, and it's been around for a while, but she's a reliable person. Or rather, wouldn't it be best to kick that old lady out? My daughter is the biggest supporter of the Pope. I see. In that case, I think it would be a good idea for us to live together at my parents' house. What, you mean we're moving? Yeah, we'll live together at Naoko's parents' house. Then it'll be bigger, Aki can make a room for me, fixed costs will be lower than they are now, and most importantly, it'll be safer. It's true that my parents' house is bigger than my current rental, and I'll have more financial freedom. And it'll be easier to tell my sister, who is the biggest problem right now, to move out. It means that we're really going to do our best to protect Grandma. That sounds good, and my daughter Aki is also excited about it. But I think that living with Ryuji's parents could be a big problem for some families. My parents don't need to worry. My older brother is inheriting the family home, and since I'm the youngest, my parents have always told me to do whatever I want. But if we make a direct agreement, we won't be able to afford to pay you. That's right. Ryuji's parents are farmers in the countryside, and his older brother's family inherited the house and land. His parents are also kind people, and they told him that they would leave it to the eldest son to take care of them, so you don't have to worry about it. Thank you, that's a big help. What are you talking about? Mako's family is also my family. Ah, I'm so glad I married this man. I felt like bowing deeply to my husband. My daughter said with a grin.
Dad, you know, sometimes he looks handsome, doesn't he? Sometimes it's even more so. I'm always handsome. In other words, he's always handsome. No matter what I mean, I don't get it. The whole family laughed. But I made up my mind in my heart. I'm going to rescue my mother from that family home. No matter what my sister says, I'm not going to back down. The following Sunday, I went to my family home with my daughter and husband. I told my mother in advance that I had something to talk to her about. To be honest, I wanted to get my mother on my side and then talk to my sister, but my mother is bad at lying, and no matter how much I told my sister not to know, she'd find out right away. The moment we stepped into the house, my sister narrowed her eyes as she sprawled out on the sofa. What? The whole family barged in. An attack? Or rather, did you bring something from the fridge? As usual, the person who greeted us was a complete failure as a person. Mom, do you have something to talk to me about? Can you sit down? My mother nodded with a worried look on her face. What? Mom, did you do something wrong? Why doesn't my sister think it's her fault? It's Auntie who did it. My sister gets annoyed when her daughter Aki tells her so bluntly. What's with this kid? How rude. I didn't do anything wrong. No, I just keep doing things. My husband interrupts her softly. Nice teamwork. I took a deep breath. Mom, come live with us. I'll make a formal request. Huh? My mother's eyes widen. I don't think Mom will be able to handle it mentally or physically if things continue like this. She's taking care of the finances, the housework, and her physical strength all by herself. I can't stand watching this anymore. Tears welled up in my mother's eyes at my words. Now. What's that? I don't understand. My sister suddenly spoke up. Mom is probably satisfied with her current life. I'm there for her. If I left, Mom would be so lonely she'd die. Mom. No, no, no. You were just saying it was okay the other day. Did you forget? My sister was at a loss for words at her calm retort. Mayumi, stop it already. Mom said quietly. I was helping you with your living expenses, but it was tough. It was hard to reduce the money Dad left behind, and to have him turn his back on me with ridiculous excuses. Huh? What are you talking about? I've been so considerate of Mom. Yes, yes. Then you don't have to be considerate of me anymore, so just get out of here. My husband said calmly. Hey, why are you saying that? We're strangers. He's not a stranger. He's Naoko's husband, and he's Mom's family. And from now on, we've decided that the three of us plus Mom will live in this house, so there's no place for you anymore. Huh? What's that? Isn't that a bit too selfish? I've been taking care of Mom all this time. No, Mom was the one taking care of her. My sister, without giving me any money for living expenses, sold my mother's kimonos without permission, complained about the electricity bill, and stole the refrigerator. So, even my sister thought it was the club's fault when it was 4 against 1, huh? I'm saying it's hard to be told that out of the blue. There's no point in leaving here. My sister lowered her tone a little and started to say weak things. But I didn't fall for it. It's been over a year since my sister came back to this house. She hasn't worked once in that time. She could have worked if she wanted to, but she had time to look for work. Even a middle school student knows that those who don't work shouldn't eat. Auntie, huh? Not a single person is on my sister's side. And everyone here is insisting that my sister leave this house. That was the moment when my sister finally realized her position. Even if I tell her to leave, where do I go? We don't have any money, and looking for work would cost transportation and other expenses. My sister started making excuses, half in tears.
but there was no room in the dojo. Then he started saying things like this as if to invite Aniba. So, until you find a job. Fine, I'll look for a proper job. No, you definitely don't intend to look for a job. You're just going to pretend to look for a job and just keep going, aren't you? There are also live-in jobs. My daughter Aki said this casually while using her smartphone. Oh, there are quite a few jobs at local inns and resorts, and also at factories where you can get both paid and unpaid work. The hourly wage is decent, and some of them even have full-time positions. My sister was speechless when her daughter showed her smartphone screen. I searched for Araf, no experience required, complete, and it came up. They were talking about labor shortages in social studies class, so apparently if you have a job these days, you can manage somehow. The person who gave me this information was actually a middle school student, but his lore skills are amazing. Is this kid really 12? Or maybe this is what kids are like these days. Anne, you sowed the seeds yourself. If you don't choose, you'll get a job. There's a deadline, but you have to leave by tomorrow. Sigh. Just a moment. I'll give you some time to pack your things on such short notice, but I won't wait any longer. If you apply for a live-in job, you'll get one right away. My daughter Aki added, showing me her smartphone again. If you don't like it, then you'll be homeless. There's no place for you here anymore. When my husband said this quietly, my sister finally seemed to understand that she had no chance. How awful. You're all heartless. Now it's time for revenge. Do you know the expression, "You're just stealing from me, sister"? My sister grumbled under her breath, but she gradually felt cornered. So just wait a moment. How can you expect me to leave when I don't have any money? I need transportation and other expenses to find a job. I don't have a single question. That's why you gave me this. I handed her the envelope. Huh? What? My sister took it suspiciously, looked inside, and opened her eyes wide. 100,000 yen. That's not living expenses. It's not pocket money either. This is 100,000 yen, a farewell gift, and it means that this is the last time I'll give you money. Huh? That's what you mean, right? My daughter popped her head out and smiled. It's what they call severance pay. Children are a little cruel. Yeah, that's what it is. I didn't laugh. I really didn't want to give my real sister severance pay. Even though she brought it on herself, I wanted her to open up to me of her own free will. Now you can go anywhere you want. You can find both jobs right away, and you have a smartphone, so you can look for one. My sister started to say something, but couldn't say anything else. If you don't find a job soon, we won't pay your smartphone bill anymore. As the whole family stared at her in silence, my sister clutched the envelope. I'm leaving. I'm the one who asked for it. I basically backed out because of the operation. Make sure to finish this by tomorrow. I called out to her back. You keep saying that, but you're definitely not going to leave, are you? The old lady and her daughter whispered. I think so, so I'm telling you. I stood in front of my sister's door and told her clearly. Our family will stay here until you leave. I've brought your belongings, quote. Wait a minute. Seriously? The voice I heard from the other side of the door sounded quite flustered. We have to get ready to move, and my mother said she wanted to tidy up, so this is perfect. Quote. Wait a minute, are you serious? No way, no way. Quote. What are you going to do? Where am I? Quote. I was right to be so proud of my belongings, my daughter's school uniform, and my belongings.
It was really good that we had arranged to use my parents' house as a base for going to work and school, and to gradually move my belongings from the apartment, and to have the moving company move the large furniture on my days off. That night, my sister started packing, looking displeased. HMPH, what's wrong? No one understands how I feel. Muttering to myself, my sister packed her clothes and designer bags scattered around the living room into a suitcase. No one responded to my sister's whispers. Everyone completely ignored her. That sullenness may have been the most satisfying thing to my sister. The next morning, my sister left our family home with an envelope containing 100,000 yen and a suitcase packed to the brim. It's unclear where she's headed, but she'll probably never come back to this house. Even if she does, the whole family will do everything they can to stop her. Thank you so much, Naoko and Aki. My mother squeezed my hand slightly. While thanking us, my mother seemed to be worried about her daughter. If you stay here, you'll only end up in trouble. So don't worry about it. When I said that and laughed, my mother nodded with a slightly relieved look on her face. That's right, Grandma. My daughter said, they say lions push their cubs off cliffs. It seems a little different though. She's old for a lion, but she seems to have a lot of vitality, so she'll be fine. My husband followed up with that and everyone laughed a little bitterly. A few months after my sister passed away, our family moved completely back into my parents' house. The bigger house meant we had more room, and my daughter was able to give her the substance she had always wanted. My commute to the supermarket has gotten a little longer, but the daily life has become so peaceful that it more than makes up for the inconvenience. My husband suggested that we start a garden, so we all went to the home center and bought seeds and seedlings. It's great when the whole family works together. And the vegetables we grow are edible, so they cost over 2 trillion yen each. My mother's expression has brightened up a lot. My husband also supports our finances, and that's the best part. Today's feature is about money-saving recipes. Aki-chan, please film. Yes, yes. Camera ready. The money-saving and life tips channel that my mother and daughter started together has become an unexpected hit. My mother's old knowledge, from cooking, cleaning, and choosing to how to repair showa denki, is popular with today's younger generation. My older sister once told me that Naoko's daughter, Aki-chan, was cute, and that if she started streaming videos, her views would go up. She might even become popular and make money. I thought, don't sell my daughter without permission. But my mother, who was watching the videos with my daughter, said, this sounds interesting. I can do Showa-era stories any number of times, and I'm good at making money-saving recipes. My daughter then unexpectedly agreed to do it with Grandma. It seems that my mother's Showa-era talk and practical life wisdom were well received, but more than anything, it was my daughter Aki's cute but idiosyncratic nature and her exquisite retort that Grandma was being dangerous that caused the video to go viral. Before I knew it, I had over 50,000 followers and was making a decent amount of advertising revenue. They even started talking about publishing, and now my mother is asking me, where can I buy manuscript paper? Life is interesting, isn't it? I never thought it would turn out like this. My mother said quietly, I know. That's why you're saying it's annoying right out of the gate. I laughed and wondered why my daughter likes Kakume. She's just like a real mom. My husband makes some incomprehensible dad jokes. My husband bursts out with dad jokes when he sees my daughter's fashion during the stream. She's so stubborn. She really should coordinate her outfits like this. If it weren't for that, she'd be pretty handsome. I'm amazed, but I can't help but laugh.
Despite that, my husband is also really worried about my daughter showing her face on streams. What if she gets targeted by some weird guy or gets harassed because she's cute in the fall? I feel the same way. I've advised her to carry a security bell and to be careful not to be identified. I especially need to be careful about careless remarks made by her mother. That's why I've been checking the comments section carefully, and recently there was a comment from someone who was clearly my sister. I thought I should be careful about this, but the content of the comment is nice. I'm jealous. It's like she's trying her best too, and she's just talking about herself without reading the mood. Apparently, my sister somehow managed to find a live-in job after that and is now working at a small hotel in the countryside. She was complimented by a customer today. Today is her day off and the weather is nice, so she went to a nearby tourist spot. She was napped by an old man who looked to be in his 70s. See? Her vitality is strong, my husband said. Sometimes other viewers criticize her for not being able to read the mood, but our family just ignores it. Well, it's like a confirmation that she's alive, and no one wants to get involved with her anymore. Her life belongs to her. All we can do is protect this peaceful and calm Western atmosphere. Well, as long as she's alive somewhere, that's fine. One day, my daughter said to me, "Hey, Mom, Akeem, I want to be a cute grandma like Grandma. But you're only 13 years old. What do you mean your ideal is to be a 70-year-old grandma now? Hey, at least say you want to be a mom like Mom." Oh, I see. You can't become a grandma in one go. It's the first time I've heard the phrase, take off in one go, in my daily life. That's right. It takes a long road to become a cute grandma. Life is a process of selection and accumulation. I've come to understand as I've gotten older that it's quite difficult to become a happy and cute old man. Our new life as a family of 4 has become the best possible cohabitation, but I've also come to deeply realize how precious it is to spend each day laughing together as a family. And today, I'm in the kitchen making lunch with a cheerful conversation between mother and daughter coming from the living room as background music. I truly believe that mornings when I can think, let's do our best again today, are such a happy day. My deceased mother-in-law left a mysterious message. Help that child. And my husband and his sister are acting strangely. This is a mystery horror day that I experienced as an ordinary housewife in an ordinary family. My name is Yuka, I'm 33 years old. I was supposed to be an ordinary part-time housewife. I've been married for 5 years and lived with my husband, who is 3 years older than me, and my mother-in-law. My father-in-law died before I came to live with my wife. I was very happy for the 5 years since I got married. My husband, Masato, is a businessman and is busy at work, but he is a serious and kind person, and he had a good relationship with my mother-in-law. I worked part-time as a cashier at a nearby supermarket 4 days a week. It seems that many daughters-in-law in the world are worried about not getting along with their mother-in-law, but at least I have never been dissatisfied with my mother-in-law. I cooked with my mother-in-law and went shopping with her on weekends. I thought that such a daily life would continue as a matter of course, but my mother-in-law, who lived with me, suddenly passed away. My mother-in-law was calm and kind, and loved me like a real daughter-in-law. I said good night and went to bed, and my mother-in-law never woke up. A blood vessel in her brain burst while she was asleep.
She was only 68 years old. On the day of my mother-in-law's funeral, I was caught up in an unexpected situation. Immediately after my mother-in-law passed away, there was a big change from the day of the funeral. My husband's behavior was not normal. Was it the shock of his mother's death? No, I don't think it was anything like that. The large-scale funeral was held quietly. Relatives and neighbors gathered, and everyone was mourning my mother-in-law, shedding tears at her sudden death. In the middle of the funeral, I suddenly felt a strange sense of discomfort. Something is wrong with my husband. No, it's not just him. His sister Naoko, who lives in the next town, also seemed to be avoiding me. Both of them seemed restless and worried about their surroundings. When I asked her if I could talk to her, she said, "Oh, sorry. She's a bit cold now." Quote. As for my husband, he looked away the moment he saw my face. Why did I do something? I felt an uneasy atmosphere, but decided to think it was just my imagination. After all, my mother-in-law died at a young age. It would be strange if we didn't tie the score. However, the sense of incongruity soon became definitive. I suddenly looked inside my bag and turned pale. Oh no. I left it at the cable house that a neighbor had kept for me. Before the funeral, a neighbor had gone out of her way to bring the cable to our house and told me to give it to your husband later. I had intended to do that, but I was in a rush and left it on the shelf at the entrance and left it there. I'm sorry. I left it at the cable house that a neighbor had kept for me. I called out to my husband, saying I'd get it right away. Our house is about a 15-minute drive from the funeral home. It doesn't take more than 30 minutes to go there and back. But my husband was strangely vague, saying, "No, you don't have to come back. It's okay. I'm close, so I'll come back soon. Just stay here." That's good. I decided to stay at the ceremony for the time being, wondering why my husband was acting strangely. But I couldn't help but worry about Den. I sneaked out and returned to the house. After retrieving Den from the shelf in the entrance, I somehow peeked into my mother's room. The scene there was the same as usual. But my mother is really no longer here. When I thought about that, sadness overflowed again. I squatted down beside the bed and gently reached for the pillow. At that moment, a small hair fluttered. What? I picked up the hair and gasped. It was written there in my mother-in-law's handwriting. "Help that child." Who is that child? I had a bad feeling and grabbed the hair, and at the moment my smartphone rang. It was from Tadashi. "Have you gone back home? Good timing. Don't come here again today. You don't have to come to the virtual one either." Huh? What are you talking about? I'm just about to go back to the funeral home. The voice of my husband that I heard over the smartphone was quite anxious, unlike his usual calm tone. Why? I asked him again, and he hesitated for a moment, then whispered. "It's okay, please, just be quiet." No, I don't understand. Why can't I go to my mother's funeral? If you don't go to the costume shop, you can't pick it up. I'll explain it properly later. So, what's going on now? Just as I was about to question him, I heard a woman's voice on the other end of the phone say, "It's okay, just hang up." Is this the voice of my sister-in-law Naoko? Why is my sister-in-law so desperate? Are you telling my husband to hang up the phone?
Hey, what's going on? It's okay, just don't come. Don't come at all. The phone was hung up on me. Ah. I don't understand. I was confused, clutching my smartphone. Then I suddenly saw a note in my hand that said, "Help that child." That child? Maybe my mother-in-law had noticed something before she died. Maybe there was a situation where she needed help. I don't know what my husband is thinking, but I can't move now. I waited for time to pass in the room. The funeral was over, and it was about time for my husband to come back with the funeral home after finishing the virtual funeral. Feeling anxious, I checked my smartphone and saw a long list of calls from my husband. I hurriedly called him back and his voice was very hoarse. Hey, Yuka, where are you? Are you still at home? I'm here, but didn't I say you were here? Come out soon. Is no one coming over there? No, no one has come, but it's really suspicious, he said. Don't come out, what's going on? My husband looked even more impatient and added, please come out. I shouted that you shouldn't be at home right away and hung up the phone. What on earth are you telling me not to come to the funeral home, telling me not to stay at home? What is my husband hiding? Then I heard a rattling noise outside the house. I peeked through the gap in the curtains and saw a suspicious figure in a black hood wandering around the house. What, a thief? No, wait. Why at this time? Surely there is a note from my mother-in-law, and I hid myself cautiously, and the figure approached the entrance and started rummaging through the mailbox. Wait a sec. Isn't this too sneaky for Azu? I was worried, but I still had to do what I had to do. Just as I was about to pitch 100, I got a call from my Gishi's Naoko on my smartphone. Naoko, why are you answering it suspiciously at a time like this? Naoko was the most rude person in Kaiko. Yuka, get out of the house right now. He'll find you. Who is he? Or rather, what is this development? I was so scared of the development that it was like a suspense or horror movie. Confused by Naoko's words, I couldn't help but ask back. Who is that? The person outside right now? What's going on? Is he there? Don't open the door under any circumstances. Toko-san yelled and hung up the phone. No, please explain. It was so incomprehensible that I couldn't keep up with my thoughts. I decided to check the entrance, so I quietly looked at the intercom monitor, and there was the suspicious black hooded man from before, standing in front of the monitor at a very distant distance, looking at me. I let out a small shriek and stepped back forcefully, and at the same time, the front door was banged on violently. He's there, right? Open up. Do you know him? Listening carefully, the voice was a woman's. It wasn't a man in black, but a woman in black. But I didn't recognize or hear this woman's voice at all. Open up. It's me, Misato's wife. Who am I? How do you know Misato? My wife. My voice shouldn't have been heard outside, but the woman answered. It's Sayuri, Tadashi's real wife. Yes. Real wife? My mind went blank. Misato's real wife. I was confused and didn't know what my position was when I felt someone behind me. I turned around with a small shriek and saw my husband and sister-in-law Naoko standing there holding the bones.
My husband said in a low voice in front of me, out of breath. Run away. It seems that the two of them came in through the back door, not the front door. It's really bad for your heart. She's just a delusional woman. My husband quietly placed my mother's bones on my father-in-law's altar and left. Delusional woman. On the other side of the front door, the black woman was still knocking. Open up. I'm Misato's wife. No, it's scary. I instinctively stepped back and Misato explained to me in a desperate manner. She's a woman who has nothing to do with me. But there's no way she's Misato's real wife. That's what's so bad about that woman. Her child interrupted and grabbed me by the shoulders. Yuka-san, that guy was constantly sending letters to my mother asking her to give Tadashi back. Well, it seems she didn't tell you because she didn't want you to worry, but until the day before she collapsed, she had been receiving letters in the mailbox every day asking her to release Tadashi. I quickly took out the tangled hair. It was written in my mother-in-law's handwriting and said, "Help the child." I had heard that the child my mother-in-law was talking about had recently received letters from her mother, and that a strange woman seemed to be hanging around the house and putting the letters in the mailbox herself. Then, a person who seemed to be that woman appeared at the funeral home, saw Yuka-san, and asked me who that woman was and why she was acting like Tadashi's wife. She said that she thought she was a little dangerous, so I wanted you to keep an eye on her, but she would go home on her own. So that's why her husband and child were acting strange. I was the only one who didn't know. She should have told me. That woman followed me all the way to the costume shop. I was worried that she had disappeared, so I called her earlier, and she came to this house and was banging on the door. I finally understood the meaning of my mother-in-law's note. She was trying to help Misato by helping that child. No, what do you mean by help? You don't normally say that you help a grown man. But considering the presence of the self-proclaimed real wife screaming on the other side of the door, it makes sense that my mother-in-law was genuinely worried about Misato. So, what are you going to do, call the police? My child came to me, hiding in plain sight. Misato and I looked at each other. I have a feeling that if we leave it like this, it will get even worse. So we have no choice but to take action. Misato is here, right? Come out and let's go home together. He is aware that her husband is here. And where on earth are they going to go home to? The front door is being banged on and on until it breaks. What on earth have we done here to get to this point? I grabbed Misato's sleeve, half crying. Misato muttered, holding his head. So I was just a little nicer to her at work. How much is a little? Is my husband the kind of person who is kind to people other than his wife? How nice was he? Beyond the level of a colleague. I greet any woman who sits at the reception desk of our company. One day she was carrying heavy luggage, so I just pressed the elevator button for her. Oh, that's all, Neko-san and I were hooked. And then it was like that? When I took a picture of Masa, he pressed the button for me. Hey, you don't have to hide anymore. A terrible scream echoed from the other side of the entrance. Can he hear me, or does he have really good ears? I thought it was a supernatural power. Did you get married to a delusion just by pressing a button like this? I asked my husband in a low voice. If that's the case, you can't even be kind to others.
Masa continued in a low voice, turning pale. And from that day on, I started to feel strangely watched, and every day, because I made my own lunch, he would put my homemade lunch on my desk, and I was scared, so I threw it away, but didn't that cause any problems at work? I consulted my boss, but he just laughed and said, "You're so lucky." What's with that damn boss? I couldn't help but swear, but that was not the point. She's going to abandon me again. It's all because of that woman. I heard a crazy scream from outside that she was the devil controlling Misato's mind. What again? What does that mean? The suspicion of cheating resurfaced. And no. I asked the girl who works at the reception with me, and she said that she was dumped by her fiancé, and that the man looked a bit like me. I was shocked, and the next moment, something was thrust into the mailbox part of the door. What is it? The moment I tried to look in, Naoko pulled me. It's dangerous. Isn't that a knife? I looked timidly and saw that what was sticking out of the mailbox was a shining blade. No, it's no good. My husband shouted that this woman was serious. It was bad. Police. I hurriedly took out my smartphone, but I didn't think she could escape. The doorknob was turning with a rattle, and it looked like she was about to break in. We're going to the police. My husband pulled my arm and that of our child. What? We're not calling the police here. This guy might break the door or window and come charging at us. We'll quietly leave through the back door. So we ran out of the house desperately, and we decided to run to the police station in a dash. A notification came in on Nakamasa's smartphone as he ran to the police to report the damage. It was some kind of notification. My husband timidly showed the display screen of his smartphone. Then the police officer urged him to hand over his smartphone, saying, "This is the police." What happened? I replied. This is a deliberate smartphone, isn't it? Why are the police coming? I was shocked to hear the woman's voice coming from the smartphone on speaker. A suspicious person came to her house and took dangerous actions, so she came to us. Where are you now? Oh, so Misato is at the police station now. Oh, I thought, oh no, but then I thought it would be safer if he's at the police station. Then I'll go too. Are you coming? Completely crazy. A few minutes later. It's Misato's wife. She heard that her husband is at the police station. Wow, he's really here. While my husband, Naoto, and I were watching the monitor from the police consultation room, a black hooded woman appeared at the reception desk. The stalker woman who appeared on the police station reception monitor was smiling broadly. She was younger than I thought and much more beautiful than I thought. That's what's scary. Officer, it's her. She's the dangerous woman who attacked us with a knife earlier. Her name is Yamashiro Sayuri. This is the reception desk of Yatsuba Masashi. My husband explained this while frightened. Calm down, we'll think about how to respond for now. Saying this, the police officers started to move efficiently. Let's hear a little bit to confirm your identity. The police officer responds to the stalker woman Sayuri. Oh, yes. Then I'll call Misato as well. Misato-san is currently being questioned, so please tell us your story too. What's the story? The police shouldn't interrupt a couple's conversation. The conversation doesn't flow at all, but the police officer is calm. First, please show your personal documents.
identification? Wait a minute. The stalker woman starts rummaging around for something. Oh, that's right. Look at this. The stalker woman spread out her marriage registration to the police officer with a smug look on her face. This is my marriage registration and Tadashi's. It's expected to be accepted soon, so it's okay to call us a de facto married couple, right? Yes, in fact. All the police officers there freeze. My husband, now, and I, who were watching the monitor, freeze. The police officer in the consultation room asked my husband, Masato-san, do you remember filing this public official registration? No, I don't remember writing anything like that. If you look closely, you can see that Tadashi's name is written on it, and all that's left is to submit it. Looking into the monitor, I could see that my husband's name was written. But if you look closely, it's not my handwriting. The stalker woman praises herself for the forged marriage registration. The police officer's expressions change from, oh dear, to, this is serious trouble. If I submit this, it will be a crime. Let's hear the details inside for now. The moment the police officer said that, why? Why am I being treated like a criminal? I'm going to be a lecturer for forging a hospital separation. Even if it's a lie, I'm destined to marry Tadashi. You can't go against your destiny. Yes. Let's hear the details inside. When the police officer said that, did the stalker woman finally realize how bad the situation was? No. Why am I in the wrong? Mato? Ma loves me. I don't want this. The stalker woman screamed and tried to run away from the police station. And it was a mistake to push the police officer near the exit. He was arrested. He was caught red-handed for obstructing the execution of public duties. Surrounded by the bewildered police officers, he was quickly taken into custody. Wait a sec. I'm Mass's wife. Hey. The screams of the stalker woman echoed throughout the police station. Seeing the situation, I instinctively patted Masa on the shoulder. I'm glad. Your soulmate has been arrested. I'll never be nice to women again. My husband said, almost crying. While we were staring at the monitor in the counseling room, the stalker woman was persisting with the police officer. He's my husband. We've filed for marriage and will be living together from now on. She continues to make outrageous claims, but the police officer is calm. First of all, please calm down. Can I see your ID? The stalker woman then shouted that there was no need to show it and started rummaging through her bag. And the next moment, she took out a small pair of scissors. What? Scissors? What? Where's the knife? Maybe I was so scared that I misread it? The three of us hurriedly ran out the back door, so I didn't. Check the mailbox at the entrance carefully. However, the sight of him cracking the scissors while laughing and saying that he would cut up anyone who gets in the way of his love was more frightening than a bad horror movie. The police officers moved quickly. Calm down and put that down right now. Yes, I'll have you come here. The stalker woman was quickly subdued by two female police officers and taken to the rice room. A while later, a female police officer came into the counseling room. I'll tell you a little about the woman from earlier. It seemed to be true that the stalker woman had broken up with her fiancé a few months ago.
The female police officer said that the man suddenly said he had found someone else and dumped her, and that the shock had made her mentally unstable. It seems that the ex-fiancé and her husband looked a little similar, so she assumed that Tadashi's story was true. No, I didn't suspect him, but I think that in the future we will work with medical institutions to take appropriate measures. In other words, it will be in the form of protection rather than arrest. When Masa asked if this would not be a criminal case, the police officer looked a little apologetic. Although it was a knife, it was only a bit, and we could not clearly say that it was a threat, so we decided that it would be appropriate to treat him at a medical institution since he was in a mentally unstable state. The female police officer then told me something surprising. He was quite confused, but according to the story, he was shocked when his mother suddenly passed away. He went to the funeral as a relative and went to see a woman who was pretending to be his wife. Is that woman pretending to be me? How does she know about my mother? Maybe she had contact with me? As I was listening to her story, I suddenly remembered what my mother-in-law said. Masato, you've always been strangely relied on by people. My mother-in-law often said things like that. Even when I was a student, I couldn't leave a child in trouble alone, but I always told her to be careful because if I was too kind, I could be misunderstood and rejected. My mother-in-law noticed the presence of this stalker woman and felt danger. That's why she wrote in that note to help that child. She loved that man until he became like that. My husband said so quietly. Maybe your mother was worried about that woman too. Your mother was a kind person. Yes. I think it's possible if it was your mother. My husband is a very kind person, like your mother. I'm sorry that I doubted my husband for even a moment. I doubted him for a moment that he was cheating. Yes, I think it's possible. But I'm not cheating on him. No. I thought the bond between us had deepened and we were happy, but the incident wasn't over yet. After dropping Now off at his house in the next town, my husband and I returned home to find a knife stuck in the mailbox. Yes. I was so scared that I almost fainted. Oh no, it wasn't scissors after all. I wasn't mistaken. That woman was carrying both a knife and scissors. I called the police, and several police officers came, did something like a scene investigation, and left. Later, when I talked to the police, the stalker woman said that it was a substitute for our wedding rings. She gave a meaningless explanation that she had left it at home as a proof that we were married. She told me that she had been hospitalized for a psychiatric evaluation. When I heard that, I couldn't stop shaking for a while. The little feeling I had of being there was blown away. Mom's ashes are placed at Dad's Buddhist altar. Mom, I'm sorry I was in a hurry at the funeral. I'm sorry I couldn't pick it up. But Tadashi and I are both safe. That woman was hospitalized. I told my mom when she returned home. The wind that blew in from the window turned the pages of a small notebook on her desk. There was a strange letter that had been posted in the mailbox recently. A suspicious person was lurking around the area. It said that she was worried about her son, Tadashi, and me. The note I picked up was a page from this notebook. I wish my mother had consulted me while she was still alive. But it was really sudden, so it can't be helped. Maybe that note was a message from my mother who was worried about me. As I was cleaning up my mother-in-law's room, I found a handmade box decorated with shells in the closet.
The surface of the small wooden box was decorated with shells and beads that my mother-in-law had collected. Now that I think about it, I remember that my mother-in-law loved the sea. When I opened the box, I found my mother-in-law's precious mementos carefully placed inside. The engagement ring she gave me was some elegant jewelry from Masato and Naoko's belly button, and what seemed to be a letter in an envelope. I hesitated a little and looked inside, and there was a word that said, "Please use it freely." Wondering what it was, I looked inside the wooden box and found a beautiful cloth laid out there, and underneath it was a pile of cash. No way, wait, what is this? I went to show my husband, Masato, who was sitting on the sofa in the living room, holding the box. Oh, what's this? I counted my bait savings and there was 5 million yen. Sometimes in the news there are cases where people get caught in illegal part-time jobs and have hundreds of thousands of yen stolen from them, but why do they have that much money lying around at home? I thought, but I never thought my mother-in-law would do the same thing. If she uses it without permission, it will be a serious omission. I have to pay the inheritance tax properly. I'm surprised, shocked, and happy. But Mom, you've set up a great mystery at the end. No, it's a horror. The part where the treasure comes out at the end is a mystery horror. We both laughed at that, but I hope we never get involved in such an incident again. My husband suggested that we invite my sister's family and go on a trip to a place that has memories for my mother when things calm down a bit. That's right. Let's go to the seaside town that Mom loved. I've put my sister and Yuri through a lot because of me. This is the least I can do to make up for it. Let's stay at a luxury inn and have a delicious meal. On the 19th, we decided to go on a trip after we finished the brain and bone examination. It's kind of lonely when Mom is gone and we're alone in this house. That's right. Right. If we have a baby now, it might be your mom's reincarnation. When I said that, my husband cried out and said we should call it a night. Two months later, I found out I was pregnant, but my husband said what if I was really a reincarnation? I'd be happy if she grew up to be a kind person like you and your mom. I said that while stroking my belly, and he hugged me gently without saying a word. My name is Ayumi. I'm 45 years old. About 15 years ago, I had a fiancé who I promised to spend my future with. Well, as you can guess, I had a fiancé. It's a story from the past. Today, I would like to tell you about what happened to me at that time. My fiancé's name was Itsu, who was the same age as me and was introduced to me by a mutual acquaintance. Well, we met at a so-called meeting. When I entered my 30s, most of the people around me started to get married, and I started to feel anxious, so even though I'm not good at such situations, I tried my best to show up. However, I'm not very good at talking to men, and it always ends in failure. Just when I thought I was about to graduate from marriage, I met Itsu. I had almost given up, so I felt a little bit of fate, but I kept it a secret from him. Itsu told me that he had decided to consider marriage with his next partner, and we started dating with marriage in mind. He quickly introduced me to his parents, and I became very close with his mother in particular. I grew up in the countryside, so I was complex that I wasn't as sparkly as people in the city, but his mother praised me for that.
Apparently, the fact that she was good at home cooking and didn't have any piercings or nail art was also a big plus for her mother, who grew up in the countryside. When I visited her parents to announce our engagement a year later, they were so happy that they cried. I was also looking forward to fulfilling my mother's wish to have grandchildren, but this engagement will be a turning point in my life. When we finished introducing ourselves to her parents and were about to talk about the venue and our future plans, she told me that she wanted to wait a little longer before getting married. At the time, he often went on unexpected business trips. There was a possibility that he would be transferred because he had not yet told his company about the engagement. As things stand, it is difficult to make plans such as going to see the venue, and there is no clear outlook for the future. That's why she asked me to wait a little longer from here. I was a little confused, but I had a good reason, so I pursued the request. I thought that the situation would change in about 6 months, and since we were engaged, there was no need to rush. But I never expected that I would have to wait for 2 more years. My mother couldn't stand to watch and would often tell me that I was making her wait too long. I was getting older and starting to worry about the risks of childbirth, so I was grateful for my mother's advice. It was because of his work, so I was a little swayed to say it. My mother told me to just live together, but I didn't go along with it. She said that I would be bothering her with my irregular lifestyle. I agreed with what he said, thinking that I wouldn't be bothered because we were already married. I can't complain if he was being considerate of me. I didn't want him to have to be careful about living with me. We decided that this was the best for both of us. One day, my mother invited us to a recently opened cheap Italian restaurant for lunch. At the time, I was feeling lonely because I was constantly missing my mother. I think my mother was trying to distract me from my feelings. I'm really grateful that my mother, who has always wanted a daughter, loves me like a real mother. After lunch and leaving the restaurant, my mother suddenly stopped. Mom? I looked in the direction of my mom's gaze. Don't look, Ayumi-san. Mom stopped me as if she had been taken aback. But I'm sorry. It seems I was too late. I saw it. Just ahead of my line of sight, I saw Itsu hugging a woman I didn't know. It might actually be nothing and just a scene from a drama. But he didn't notice me and continued to hold the other woman tightly so that such an excuse was no good. Who are you? Mom approached the two of them and pulled the woman's hand. I stared at the scene in a daze, not having the energy to follow my mom. The woman who was separated was the complete opposite of me, a flashy type. Her ears were decorated with pierced earrings, trendy makeup, and rolled paper that was neatly set like a beauty salon. Her nails were also long and had nail art that my mom hated. Senpai, who on earth is this person? When the woman called out, Itsu forcefully shook off my mom's hand and told her to talk. Who are you? Explain. Mom said what I wanted to say. I want to say it with my own mouth, but I don't know how to put it into words. Above all, it was painful that my husband shook off my mother's hand and went after another woman. Is he really cheating? No, I wonder if the other girl is serious. She's Maki, my junior. Stop being rough, Mom. You're hugging your junior. Mom scolded him in a stern tone.
She's not just a junior. She's someone important to me. I was thrilled by those words. Mom also suddenly cried out. Then what did I think, and wondered if I had misheard. I also wondered if there was another meaning. I've never had such a mess in my head before or since. If it's come to this, it can't be helped. I'll talk to you properly, so let's go home. I'm sorry. Can I go home for a bit? Why is the head of the family that's causing the problems taking charge of this situation? I wondered why he was being so arrogant, but I decided to follow him here, or rather, I just didn't have the time to think about anything, but everyone who was there except for her gathered at Ino's house for the time being. Tsuki says that after the engagement greeting, he gradually started to have contact with Maki. He thought she was just a junior, but his sudden confession made his feelings waver. He thought it was no good, but he went with the flow and had a relationship. Even if he broke up with me, he couldn't do something so frivolous after getting engaged, if it was just a momentary emotion. Thinking that, Tsuki postponed his marriage to me to sort out his feelings. In fact, he said without any apologies that he hadn't been transferred and that he had mostly met his girlfriend on days when he was on a business trip. I listened to the story with tears streaming down my face. 2 years from the age of 30 is a long time. For a woman, her precious time was stolen. I hate myself for not realizing it. How pathetic. When did he turn to me? Since things have come to this, I want to draw a line as a man. I love Maki. I don't feel anything about you anymore. Being with you feels like a burden. I've come to hate you. Please break up the engagement. I want to live with Maki. Not even, is it possible to have such a selfish engagement? Why should I, who have no responsibility, be told such things? I was devastated that I had fallen in love with such a man. I was frustrated, sad, and in pain. My mother kept blaming Izumo as if speaking for me, but all I could do was cry. I don't remember how I got home after that. It seems that my mother was always by my side, and she contacted me afterwards, worried about me. I cried every day, but Izumo asked me to agree to the engagement regardless. There's no point in waiting. Just accept it quickly. Give me back my engagement ring. Her words became increasingly harsh. Thanks to her, I'm glad I didn't marry such a man. I was able to wake up too. Izumo was living at home, but she was so moved by that first glance that she now stays in a hotel. Her mother said that she will never let me into the house until things with me are properly settled. She said that she couldn't get over her disgust for her son who committed the crime. Izumo seems to be defiant, but living in a hotel is expensive, and she probably wants to get out of that life as soon as possible. That's why she contacted me many times to ask me to agree to the engagement. But when I heard this story, I felt something was wrong. Why Hotel Mai and not Maki's house? I was so determined to marry her. Because of that, my engagement was broken off. If I were her, it would not be strange for her to invite such a man into her house. My mother seemed to have the same doubts, and we thought that there might be something between them. I was even engaged to her. I have a right to know what is going on in their relationship. And we were about to find out the shocking truth. Maki was engaged to another man. And that was just the other day. He was a high school classmate and we had been dating for a long time and were about to get married. To be honest, no matter how you look at it,
This guy seems to be the real one. So what's the matter? It's going to be interesting. A desire for revenge started to rise. My mother-in-law and I immediately ambushed her at work. It seemed that she remembered our faces, and we almost dragged her away when she tried to run away and took her to a nearby family restaurant. What's this? I'm giving that guy to you. I asked her, raising my voice, if I was going to marry another man. She looked at me in surprise. So it was just a game? I have a right to know because my engagement was broken. There was no reaction. If you don't tell me, I'll tell your partner everything. When I said that, she slammed the table and yelled, "Stop it. I'll tell you, I'll tell you. I'll tell you, wait a minute." She sighed as if she hated the situation and reached for a cigarette. When her mother told her to stop smoking, she put the cigarette back and crossed her arms with a guilty look. To put it bluntly, is it okay to play around with that guy? That word prompted her to tell me about the trolling. Apparently, the engagement talk was a hot topic at work because of the ring that I was wearing. At that time, her colleagues said half-jokingly that even if the engagement was decided, it would be a quagmire if I cheated, which led to a question about whether I would cheat or not. She usually loses a lot in such childish games, so as a punishment she had to confess to Itsu. He was engaged, so she thought she would be easily rejected and it would end. However, Itsu said yes easily, saying that it was okay with her. She couldn't bring herself to tell her boss the truth, so they started dating. The photo of them hugging each other was taken right after she had brought up the topic of breaking up with Itsu to end things. Itsu seems to think that her engagement was the cause. I have no interest in plain older women. She said it so clearly, so this story was strangely surreal. In fact, when I saw her with her flashy appearance, I thought she wasn't the type to meet Itsu. I apologize for writing about this strange game. But that man is the root of the main evil in the first place. When she told me that, I thought it was true. In the end, I found out that Itsu was isolated, so I asked her for a favor. I want you to spread the word about it at work. If you do that, I will keep it a secret from your fiancé. She was a little worried, but she agreed that she would quit her job because she was worried about marriage. Later, as instructed by me, she spread word in the car that I was being pursued by him. A man who tried to switch to another woman even though he had a fiancé. Such rumors spread in the car, and she reported that I was very attached to his position. It's been about a month so far. I and my mother had been ignoring Itsu for a long time, but we finally decided to take action to decide on the engagement. We contacted him and decided to meet the three of us. There was also a good lawyer that my mother introduced to us as a nuisance, and we were planning to get compensation. However, when I arrived at the meeting place, I suddenly got down on my knees and begged. "You're the only one. There was no one. Please marry me after all." At this time, I and my mother must have had a dumbfounded look on their faces. He was saying something incomprehensible to the partition that everything would be fine if we got married. I'm sure he was worried about the reputation of the company. If we got married, we would be back to normal. I'm sure he thought he could laugh about it and say that it was just a one-time apology. Seeing his pitiful appearance, half crying and asking me to do it, I really think about my own lack of eyesight. What a small and miserable man. I'm really glad I didn't get married. That's why I said it. I hate you.
It's too much, so stop doing that. I told him exactly what I had been told before. When he tried to cling to my leg, I told him that my mother doesn't like such a shameful son and swept his hand away from me with my foot. I'm going to ask for compensation, so please take care of it. With that, we left Rui crying and left the place. For 15 years after that attack, the payments for compensation to me in long-term hotel stays piled up, and it seems that he was in debt hell for a while. Even now, his single parents are impressed. The company's reputation is still bad, and he is apparently nicknamed Moss Bride. It seems that the image is that they swarm young girls like moths gathering at light and pressure them into marriage. That's already a monster. The image of him hitting on his subordinates is stuck in his mind, and he seems to be living a narrow life as a salaryman, unable to get promoted. He seems to have been saying he wants to quit his job for a long time, but it seems he couldn't do it because of financial issues. It's what he deserves for ruining himself with just one affair. As for me, I married the lawyer that my mother introduced me to. My mother is a mutual acquaintance, so strangely enough, I still have contact with my mother. Of course, my current husband earns more than Tasuki, and I'm living a comfortable life. I shared the alimony with him, but thanks to my current husband, who is a high-class man, I still have it in my bank account. At that time, I thought I was wasting a woman's precious time, but I was blessed with 2 children. If I had married Tasuki, I would have definitely worked hard and wouldn't have been able to think about having children. They say that life is a 7-point sword, but I think it's a 7-point sword. It was a difficult life for a while, but I was able to find such great happiness. Thank you for abandoning our engagement. I'm very happy. I'll say it again. It's what he deserves.